チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは。大変お待たせしてしまい、しかもなんか変な映像が流れてしまい申し訳ございませんでした。どうもこんばんは、カラスマ100です。本日も来ていただいてありがとうございます。本日はですね、衆議院議員選挙大反省会ということで、中道リベラル派壊滅と高市ファシズムの行方、衆院選の結果と高市ファシズムの正体から、中道改革連合はなぜ負けたのか、抵抗運動という順でいつものようにお話しする予定です。高市自民党の圧倒的勝利によりいよいよファシズムが本格化すると思われますが、高市支持者とはそもそも何なのかと、ポピュリスト言われてますけれども、推し活ブームとは何なのかというところから考えていきたいと思います。現在進行形の社会問題、政治問題というかいろいろ取り扱いますのでご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、今回高市さんを支持した人などを笑っているわけではありません。そういった態度とは否定してますのでよろしくお願いします。あと配信チャットルールですが、差別排除につながる発言、過度に攻撃的な発言、事情や背景の詮索や押し付け、外見、声、名前、年齢、アイコンいじり、身体プライバシーへの過干渉、性的露骨な表現、自傷などを促す発言は、禁止とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで大変お待たせしてしまいまして申し訳ございませんでした。皆様待機ありがとうございます。ケイトさん、ペッタさん、ショウガさん、音花風花さん、ミニラトルさん、ゴゴブニさん、こんばんは。ゴゴブニさん、風邪ひいてしまったということでどうぞお大事になさってください。ありがとうございました。マイアイフさんおかげで間に合いました。さっきはそのライブ見てました。すいません、斉藤で申し訳ございませんでした。サリーさん、ムヨクさん、マヤピョンさん、アブソリュートさん、コンカラスです。一体何のシーンだったんでしょうね、あれ。ナミさん、コンカラスです。UCC もね、維新とズブズブらしいのでメーカーアピールをしたらしいですけれども、いい加減にしろよという感じであります。伊沢さん、コンカラスです。カラスナさん、まだってブチギレそうになった。申し訳ございません。すいません。怒らないでください。申し訳ございません。私が悪いです。申し訳ございません。いや、斉藤が悪いのかな。はい。もちろん狙って斉藤元彦ですよ。言っちゃった。ということでですね、果たして世間的には高市がファンドファシストだということは全く理解されてないと思います。はい、全く理解されてないと思いますが、そこはそことしてですね、でもなんでこんな人が支持されてしまったのかという、ところからちょっとお話ししてみようかと思っております。ということでですね、いつも通りですね、署名リンクとすいません、大変時間かかっちゃったんですが、概要欄にまとめておりますので、興味ある人はチェックしてみてください。あとちょっと後半中道改革連合さんの批判をするので、そういうのが嫌だっていう人は前半だけで離脱していただければと思います。ちゃんと予告します。あとオンライン署名なんですが、高額療養費の限度額引き上げを撤回しろという、高市さん宛ての署名がございます。正直ですね、国会が機能不全に陥る可能性が極めて高いという状況に残念ながらなってしまいましたので、ぜひとも皆様、高額療養費 OTC、保険薬の引き上げなどですね、高市さんの暴政に反対してください。よろしくお願いいたします。はい。賛成党バスターさん、コンカラスです。15分ならマシなのです。申し訳ありません。お待たせいたしました。なんで戦争へ行かなきゃなんないの、拒否権はと言いそうでね、強制送還させられそうになり泣いていたトランプ支持者を思い出します。分かってないでしょうからね、そこはね。ただね、単に無知だとかそういう問題じゃないと思うので、ちょっとそこら辺を説明していきたいと思います。緩やかな独裁国家が正体だっていうね、その正体がむき出しになったというだけの話かもしれないですけどね。ただそれに抗っていくことも必要だと思いますのでね。はい。トピーだから高市も自民党も支持できません。署名したところ、20万筆突破してました。よかった。すいません。私が時間かかったせいで19万4千になってましたが、20万超えたそうです。よかったです。ありがとうございます。ぜひ署名してください。そうですね。結局、一党独裁のね、完成がここに来て爆発した感じですよね。はい。ということでですね、日本のそういう反ファ
反ポピュリズムじゃない、反民主主義性ですよね。っていうところもですね、ポイントかと思うんですが、まあそもそもね、今回なんで高市さんがこんなに勝ったのかという、話をちょっと数字の面からしていこうと思います。これはね、中道さんがぶっちゃけ悪いわけじゃないと思うので、その辺も、説明していきます。はい、皆様ご存知の通りだと思いますし、あんまり高市さんの映像公開流したくないのでさすがに、流しませんが、自民党316議席歴史的圧勝となりました。日曜日の配信は来ていただいた方ありがとうございました。単独で3分の2を獲得し、憲法改正の発議ができる状態になってしまいました。維新を合わせて352です。いやー、これは本当にまずいですね。まあ憲法改正にはね、まあそれなりのハードルがあるとは思うんですけれども、それでもね、国民投票とかいろいろあるからね、スパイ防止法等はですね、まあ楽々通せてしまうという状況になってしまいました。まあ参議院議員で否決されたとしても、衆議院の優越でね、通せてしまうという、状況なので、維新と自民が仲間割れでもしない限りは、ありとあらゆる悪法が通ってしまうという、状況になりました。首相は9日、党本部で記者会見し、国民から政策転換をやりるけど背中を押してもらったなどと虚偽の主張をしています。国民から理解、信任をいただけたと述べた。高市政権で進める政策転換の本間は責任ある積極財政であると、これは言ってたと思うけど、さすがに。政策転換ってね、スパイ防止法のことも会計のことも何も言ってなかったじゃないですか、あなたは。はい、ということで、ボロ負けしてしまいました中道改革連合は残念ながら野田佳彦、斉藤哲夫両党首が、辞任するということになりました。お疲れ様でした。はい。今日建設の職人さんからこの結果はダメだろと言われて驚いた。中道さんの問題については後半で詳しく言います。ウォーキングイソックスさん、さん、ここからです。シーズさん、ここからです。この議席数、本当にやりたい放題になりますよね。いやー、まずいっすよね。極端すぎますよ。安倍晋三以来ですよね。郵政法案の時もね、こんな感じだったらしいですけれども、はい。やっぱ支持しちゃった人が悪いですね。ですね。参政党も15議席です。はい。国民投票はでもこのままだと押し切られそうですよね。非日程化や非日探知化が不徹底などが問題で、戦争の話でも原爆や空襲の話しかしないですね。タイムサコカラスです。極右とネボリベしか通らない国。これでは辞任になりませんよね。戦争の話で言えば日程の悪行とそう。大日本帝国のね、悪いことをやっぱり、ちゃんとね、反省してこなかったっていうのが本当に尾を引いてると思いますよね。投票できる野党がいないから自民党に入れたという人についてはちょっとこれから説明します。小泉さんにギリギリ届かないぐらいの勢いらしいです。安倍さんは超えたらしいですね。はい。ということで、高市さんが真っ先にしたことは何だかというと、I am sincerely grateful to President Donald J. Trump for his one words っていうことで、ドナルド・ J. トランプ大統領様、温かいお言葉に心から感謝いたします。今週にホワイトハウスを訪問し、日米同盟のさらなる強化に向けてさらになる取り組みを進めていこうではありませんか。日米同盟と日米の友好関係は深い信頼と緊密で強固な協力のもとに築かれています。私たちの同盟の潜在力は無限大です。日米同盟が両国、そして平和安泰をもたらし続けるよう一緒に働いていきましょうと。もう何も言えないですね。選挙の投票直前にですね、私は高市を支持すると露骨に内政干渉したドナルド・ J. トランプなんですけれども、あろうことかは非難できないのはまだ1億歩譲って理解するとして、あろうことかですね、心から速攻でお礼を申し上げるという、我々市民に対するお礼よりも先にドナルド・ J. トランプ大統領にお礼を申し上げるというすげえよこの人はマジで日本のボルソナーロですね。はい。高市、いろんなね、世界中にトランプの手下いましたけど、ユン・ソンによるとか、その面目躍如というところですね。安倍さんよりも正当な手下をやってるんじゃないかという気はします。
はい。ですね。なんでだよってN100 サコカラスです。まあ、日本保守党はね、高市さんが伸びたので不要になりましたね。はい。お疲れ様でした。とりあえずアメリカ人民はトランプを召してくれ。加害は隠蔽、被害は大げさ、植民地総督仕草。これが日本右翼の正体ですね。はい。アメリカでも2016年の大統領選の時に一部のサンダース支持者がヒラリー・クリントンを嫌ってトランプに投票したという。でも今回はそういう現象が起きてるわけではない。左翼校の人がね、なんか高市をサロンに流れたとかそういうわけでもないみたいですね。はい。ちょっとそれは説明します。いや、それ高市さんに俺言われて嬉しくないけどってね、ほんと人民にまずお礼を言えよって、いや言ってるけどさ、確かに選挙中には支援者の方々ありがとうございましたって。まあでもこれは本当順番が違いますし、まあどこを向いて政治をしてるのか一目瞭然ですね。はい。っていうことで、ただ分析なんですけども、まあ、圧倒的得票数を獲得したと言われている自民党なんですが、小選挙区の得票ヘアで言うと 50% です。意外と低いっすよね。ちなみに9割の小選挙区とかで自民党勝ったんですけど、比例区とね、180万票ぐらいしか中道さん違わなくて、1220万票ぐらい、これがね、全部指標になってるんですよ、いわば。だから中道さんほとんど勝てなかったので、得票シェアで言うと49対21議席ぐらい取れてるはずなんですよ、本当は。でも小選挙区システムのせいで、まあこういう負け方をしたということですね。で、自民党の小選挙区得票率 49.2% ですが、2024年は 38.5%、21年は 48.4% でした。岸田内閣時代の得票率からちょっと上昇したという程度です。しかし自民党の小選挙区議席占有率は今回は 86.2% という驚異的な数字になり、福岡県では 90.9% と。26.9% 得票で 86.2% の議席。自民党は定数465の3分の2を超える316議席を獲得したわけですが、これは小選挙区制導入の96年以降議席数、議席占有数ともに最多です。しかし、有権者のうち投票した人の割合の絶対得票数でいうと、わずか 26.9%、およそ4人で1人と。まあこれ投票行ってない人がやっぱり雪とかで多かったので、わずか 26.9% の人しか自民党にね、高市さんをまあさっき信任されたとかなんとか言ってましたけれども、25% ちょっとの人たちが信任しただけでですね、このような状況になってしまったということですね。はい。自民党の圧勝から世の中の雰囲気から見て違和感だという人は比例代表の得票率を見ると理解しやすいかもしれません。大敗を喫した2024年の衆院選では 26.7% の得票率だった自民は今回10ポイントも得票を伸ばしたものの、それでも 36.7% でしかない。要は比例代表はね、さらに10ポイントぐらいやっぱり高いんですけれども、6割、それでも6割は、中道改革連合をはじめ野党に投票しているということで、令和さんなんてね、比例得票率、まあ今回 2.9% とかそれでもあったので、まあ本来だったら3議席4議席ぐらいはですねもらってもおかしくないんですが、まあ残念ながら1議席ということですね。はい。だからいかにこのまあ小選挙区比例代表制が歪んだシステムかということですよね。だから自民党がたったこれだけしか取れてないのにもかかわらず、まあ組み合わせの妙によってですね、このような結果になってしまうというところです。なのでまあ中道が悪いというのがまあ盛んに言われてますけれども、そうではないんですよね。だってこれだけ得票したら勝ってしまうっていうのおかしいだろっていう。まあそもそもシステムが与党側に有利で、まあ与党の人たちが小選挙区でちょっと上回るという状況が続くと今回のようなことになるというところですね。はい。やっぱ釣れわさん、道の海賊さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そうですね。まあ、高市さんね、日本の標準というかね、やっぱり日本の、まあ、でも 26% ぐらいの人は高市さんにシンパシーを抱いているのは間違いないと思います。はい。ですね。ただどうなんでしょうね。徴兵制はそこまで嫌がられるのかな。まあでも会見を支持してる人多いんじゃないですか、なんだかんだ言って。はい。本当に僅差で自民党に負けた地区とかありましたもんね。やはり総選挙区制、いや、本当小選挙区制のせいですよ。うん。で、まあ、40年前からね、指標が多すぎてダメだっていう風に言われてたのにもかかわらず、改善しないから、
まあ自民党のせいですけど、これもね。これも自民党のせいだけど、改善しないからこういうことになってしまったわけですよね。左派は全く小選挙区でね、まあ共産党さんが一番ですけども、典型的に申し訳ないですけど、やっぱり勝てないので、はい。だから結局ね、大政党に有利なシステムになってることですよね。福岡県の報道は自民万歳ばっかりで悲しい。支持率7割でも私は高市を支持してません。体感として周囲の様子とだいぶ結果が違う感じはします。まあ、左翼のエコチェンももちろんあると思います。私もそうだし、まあ、周囲に誰も高市支持してる人いないので、それはわかるんですけども、それに加えてね、実際の体感としても、まあ、6割はね、自民党支持者じゃないので、まあ、4割ぐらいの人は半分ぐらいの人はね、弱の人は支持してるとしても、まあ、環境によってはね、一切高市さんを支持してないっていう人しか周りにいないというのも全然考えられる状況なわけですよね。はい。そうですね。まあ、その小選挙区で勝つために野党共闘が必要だったんですけどね。はい。そう。ね。まあ、小沢一郎さんも悪いですね。はい。彼の責任は大きいと思います。落選しましたが。自民300議席予想が出た時点で中道、社民、れいわ、共産が連携できていると思わずには折れないですね。私は一度も小選挙区で投票した候補が勝った試しがないです。すごい潔い。ありがとうございます。いや、それでもね、まあ、供託金没収は防げますからね。意味がないわけではないんですけど、ただ平成の平時改革は本当失敗しましたよね。二大政党制にならず、結局自民党に有利な状況だけが維持されるという最悪な結果になってしまったと思います。はい。昨日名古屋駅で高市アメロスタンディングに参加した。お疲れ様です。ありがとうございます。いつも本当にお疲れ様です。で、まあ、なのでね、まあ、中道さんかばうわけじゃねえけど、ちなみに中道でですね、まあ、私のね、地元の人なんで、応援してたっていうのもあるんですけど、池田真紀さんという候補者さんがいまして、この人10万票取ったんですよ。10万っすよ、10万。10万5844票を得て、まあ、前回圧勝で当選してるのでね、信任を得て、裏金議員の和田ってやつに今回も立ち向かったんですけど、にもかかわらず、候補者も一本化してるんですよ。にもかかわらず、まあ惜しくも届かなくて、まあ負けてしまったということで、でもなんで池田さん国会行けないのっておかしいだろ、このシステムっていう。まあ本当にね、小選挙区比例代表制システムがひどすぎると思います。はい。10万票取って取れないってね、どういうことなんですかね。10万人も登録者いたらね、大物 YouTuber ですけどね。はい。池田さんにはまあ、剣道将来を期してほしいと思います。で、まあ、他にもね、いろんなリベラル派の人がね、中道崩壊と言われるけどね、しょうがねえだろ、今回はっていうようなことを言われておりまして、まあ、純ちゃんさんも言ってるんですけど、まあ、2025年の参議院選挙とね、まあ、参議院選挙も確かに振るわない結果ではあったんですが、大して得票数変わってないんですよね。旧立憲民主党支持層が、まあ、当時、まあ、今回577万票程度だと。で、公明党支持層379万票程度、無党派層100万票程度って、まあ、この構成自体がね、参議院選挙のね、比例獲得得票数とそんなに変わってないと。だから、良くも悪くも、参議院議員選挙から全然中道にまあ、ずっと逆風が吹き続けていて、無党派層が全然来なかったので、まあ、同じような結果になり、今回高市さんにね、圧倒的な風が吹いていたので、届きませんでしたという、まとめです。ですね。で、ただ、まあ疑問としては、なんでその中道改革でまとまったにもかかわらず、まあ総じて、なんというか、自民党相手に届かなかったのか、例えば裏金議員とかね、菅原一秀当選しちゃいましたけど、菅原一秀だとかね、明らかにすでに傷持つ候補も多かったわけじゃないですか。いくら高市さんが人気あるからって、なんでそんなやつまでは負けてしまったのかというと、まあ、正解としてはですね、リベラル派が逃げたからだと言われてます。さっき言ってる左翼が逃げたって言ってなかったじゃんって、カラソバっていう風に言われるかもしれないですけど、あくまでも、まあ、ジュンチャさんもニューリベラルとか言って、表現されてるんですけど、リベラルを辞任している10代から30代の人たちです。まあ、ぶっちゃけネオリベですね。
リベラルだと自分は思ってて、まあ、選択的夫婦別姓とかには賛成しているけど、軍事的にはタカ派で反中国で、まあ、ひろゆきさんとかが好きな、まあ、10代から30代、まあ、マジョリティの人たちですよね。まあ、特に男性が多いと思うんですけど、で、こういう人たちが今回自民党に3割投票したと。で、まあ自分がね、左から右寄りかっていうことで、考えさせたら、若者が右傾化してるっていう人が多いですけれども、実際まあ、右傾化の傾向はあるんですけど、自分をリベラルだというふうに言ってる若者層もすごく多くて、でもそういう人は自分はリベラルだからっていう理由で中道に投票しなかったらしいんですよ。で、ここちょっと有料部分なんですいません、出しちゃうんですが、立憲民主党にもともと入れてたネオリベ的な人たちがどこに行ったかっていうと、自民党に3割座れてると。で、その後国民民主党にもがっつり座れて、維新にも座れて、チーム未来、まあチーム未来なんでこんな得票してるんだっていうのがあったと思うんですけど、チーム未来にも参政党にも流れてていると。まあ共産党に行った人はほぼゼロっていうことですね。はい。まあこれが立憲民主党崩壊の正体ですね。要は今まで不動票として立憲民主党の岩盤支持層の上に乗っかっていた人たち、ネオリベの人たち、まあネオリベだけど、まあなんだかんだ言って国民民主党うちのまあにしかいないし、自民党は嫌いだから立憲に入れてやるかというふうに消極的に立憲民主党を支持していたと思われるタイプの人たちが中道になって、これはまずいと考え、いや、俺は中道派じゃないし、リベラルだし、公明党は嫌いだと。まあそういう、まあ思考回路が働いたのか分かりませんけど、ほとんどの人たちが逃げ出してしまったんですね。で、まあ今回、まあ高市さんという女性党首になった自民党、あるいは、国民民主党や維新のような自分の本来のイデオロギーに近い政党、あとチーム未来もネオリベですよね、のところに、まあ逃げまくったと。まあこれがですね、はい、まあ最大の敗因だというふうに分析されております。で、これもコメントなんですけど、多くの国民にとって政策の中身は最も重要な判断基準ではない。現状に満足しているか閉塞感を打破してくるのは誰かという点がより重要である。高市さんの政策はさらなる円安につながり、インフレを加速するため国民にはマイナスになるが、多くの国民は何かを変えてくれるだろうと期待したのだろうと。でいうことでですね。まあ、リベラルなイメージがあったので、高市さん、ファシストの高市さんが、まあ大勝利してしまったということですね。まあ同じような分析、これ無料で見れるんで、ぜひ見てほしいんですけど、TBS 報道1930内容は流しませんが、真冬の衆院選、中道はなぜ惨敗したかという、ところのですね、30分ぐらいのところに、当時ですね、立憲民主党とかに入れてた不動票がどこに行ったのかっていうような話がやっぱりされてまして、まあ今回は自民党、チーム未来、国民民主党で4番目に中道という流れになってるので、まあそりゃね、こうなるわなっていう。ということで、無党派層に完全に見限られた中道さんが負けてしまったという話でした。はい。ということで、キアミさん、ギャンブル日記さん、アクエリアスヨッチャーさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。遅れたけど、ちょっとだけ覗きに来た。なんか頭痛いから、キアミさんも、ぜひともですね、皆さん、今回の件でね、体調崩してる人も多いと思うので、本当自分をいたわってください。ありがとうございます。はい。ですね、うちの近所にずっと自民党を批判する看板を立ててる家がありますが、反自民の家は結構多いはずなんですけどね。いや、ほんと10万票で落ちてんの、ほんとおかしいですよね。マジで。ありえないって思いましたよ。この結果見たとき、バカだって言っちゃいましたもんね。まあ、しかも相手裏金議員なんでね。まあ、池田さん、本当にかわいそうだと思います。国民に血を流していただく土田新候補が当選した選挙区共産候補がイベント攻めてものすくいやーきついだからなんか問題候補が当選してこういう人が落ちるのおかしいよね。まあ愛知もね、立憲の方、共産の方、みんな落選しちゃいましたよね。そう。まあ、純ちゃんさん、ニューリベラルっていう、新しいリベラルっていう、まあ、書籍を引用していろいろ話されてるんですけど、極右プラスネオリベみたいな感じの人たちなんで、全然リベラルじゃないんですよね。まあ、自分をリベラルだと思ってるだけのネトウヨに近い。はい。っていうことですね。やっぱりなんやかんや言っても参政党、まあ参政党もそこそこ頑張りましたよね、今回。なんか消滅するかなと思ったけど、そこまでで落ちてもくれなかったっていう感じですね。
日本共産党はブレずに頑張るらしいですけど、ちょっと違うかなと。共産党さん批判なんか別の枠でやろうかどうか今迷ってるんですけど、まあちょっと後でかざします。はい。まあリベラルっていう言葉の意味をね理解してないかもしれませんよね。ちなみに今回は共産党さんの話はしません。はい。ですね、安保法制や辺野古容認会見では無理でした。まあそういう方は多かったですよね。ただこのリベラル辞任の人たちはそういう人ではないと思います。どっちかというとネオリベ。だからネオリベだから本来は維新とか国民民主党にシンパシーを抱いてるけども消去法で立憲を選んでくれてた人たちですよね。はい。どうなんでしょうね。大きな富の再分配だけで共産党主義とか言い出しそうではあるけど、そこまで極端な人もあんまいないのかな。高市首相イコール初の女性首相という事実は予想以上に大きな反響はあったみたいですね。まあやっぱりこういうね、自分をリベラルだと思ってる人さえ、まあ女性だからっていう理由で投票してるらしいので、やはり高市さんの引力は凄まじかったんでしょうね。OBS 政治さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。積極財政ってこの国ってさっきはみたいなゴリゴリの血も涙もない人間だろ。女性首相なら何でもいいのかって。いや、それもミソジニーだよね。一種の女性差別だと思いますよ。はい。真央さん、ここからです。朝日新聞ですら辞任という言葉をリベラル辞任とつなげて使うようになった。リベラルを辞任する人とか自負するとか認識する人ではなく、でもこの言葉の使い方で差別的かもしれないですね。申し訳ない。ちょっと私もそこまで気づいてなかった。申し訳ないです。レゼ辞任っていうね、ひどいネットミームがあるんですけど、なんかもしかしたらこれ意識してるかもしれないですね。まあ、朝日新聞ってなんかたまにそういうなんか霊障系のことを言い出すことがあるので、まあ、このタイトルの付け方、まあ、どの道良くないと思います。この人たちリベラルじゃないんで、ニューリベラル、自称ニューリベラルみたいなことを言った方がいいと思いますね。はい。経済軸での左派と右派の定義をしっかりしてから聞いてほしかったですね。文化的にはリベラルという意味でリベラル辞任なのかと。だから、なんでしょうね。おそらく、自分を聞いて、自分を左寄りですよっていう風に、まあ考えた人たちのことをですね、みんなリベラルっていう風にぶち込んでるみたいなんで、だからやっぱり質問の聞き方とかも良くなかったのかもしれないですね。はい。Google プレックスさんこんばんは。サムネで初めてカラスマさんの立ち絵が足であることを知りました。たまにね、足を出現することがあります。はい。社会が DV 化してるから DV する首相が頼りがいあるように見える。それはあると思います。真面目に。はい。後で説明します。はい。自民党に入れた人は戦争に行かなければ安全と思ってるのかなと。だからね、やっぱり軍事的にはこういう人たちってタカ派ですよね。いわゆる。はい。なのでですね、まあそうした、無党派のなんとなくですね、ネオリベ寄りの人たちがみんな立憲さんから離反してしまった結果として、まあ今回のですね、大負けになってしまったということで、まあただ考えてみればね、立憲民主党ってその左から右までのウィングが足りないとか言われてましたけど、ネオリベからね、私みたいな人間まで投票してたので、結構ウィングの広いちゃんとしたやっぱり政党だったんじゃないかと思います。はい。っていうことですね。そうですね。辞任ミームは嘲笑の文脈で相手が変な思い込みをしているっていう風になんかこれは本当捉えられかねない使い方をしてますよね。そこまで考えてなかったかもしれないですけど、朝日新聞は。はい。すいませんでした。ちょっと注意が足りなかったですね。成関さんさん、コンカラスです。淡々とたくましくいきましょうということで、いやー、本当にね。はい。ただですね、まあ、こういう人たちの、まあ、ちょっとね、なんで柔道さんが負けたかはね、説明したんですが、まあ、この数字だけじゃやっぱ分かんないところがありますよね。なぜ高市早苗さんにここまでの吸引力が働いたということで、権威主義的推し活の説明、まあ、本題ですが、入っていこうと思います。高市早苗さんの好感度は一体どこから来るのかということでですね、まあこういうのさすがだなと思うんですけど、荻上チキさんのチキラボさんがですね、支持政党 YouTube 接触から高市さんの好感度を読み取りました。まあこれを見ればもはや一目瞭然ですね。YouTube でのですね、接触時間が長ければ長いほど高市さんの好感度が上がり、逆にですね、まあプーチンはともかくとして、まあトランプ大統領とか福島みずほさんとか、の好感度は下がるというですね明確なこれ傾向が、出ております。
まあ、例えば、まあ、石破茂さんのマイナスぶりすごいですよね。高市さんはですね、3時間以上 YouTube に触れると好感度が60を超えるんですけど、石破さんは逆に、20まで下がる、20代まで下がるんですよ。で、野田義彦さんも20代まで下がる。玉木さんは50ぐらい、吉村さんも50ぐらい、山本太郎さん30ぐらいまで下がり、田村智子さんも25ぐらいまで下がってるんですね。神谷宗平さんは、まあ、やや高め、50ギリギリ届くか届かないかぐらいで、百田直樹さんは45ぐらい、福島みずほさんに至っては25ぐらいです。はい。まあ、YouTube でね、どのような動画が多いかというのが、これ一目瞭然ですね。はい。要はね、リベラル叩きをする動画がめっちゃくちゃ多くて、高市さんとかを押しまくる動画が多いから、まあ、参政党についてはね、おそらく賛否両論あるから、50ぐらいで収まってるんだと思いますけど、まあ、メディアパワーの差がはっきり出てるわけですよね。そりゃ広告代理店に金ぶち込んであんな宣伝までしまくるんだから、そりゃそうだよなっていう話で、まあ、YouTube にハマってればハマってるほど、高市早苗さんの好感度が優位に高いという結果が出ています。はい。ゆっくり社会科学さんの新作ちょっとまだ見てなかったですが、面白そうでしたよね。はい。うん、そう、自認って言葉がね、トランスジェンダーの人たちを揶揄するミームとなってしまったのでですね、それは詳しくは私の、2時3時の動画を見てください。さすがチキラボさんですよね。よし、YouTube やめるか。私の動画はね、まあなんか珍しい、なんか、これと逆の方向性を形づける珍しいコンテンツとして、まあご紹介いただければと思います。YouTube に選挙中に現れる高市早苗の広告には辟易され同士でしたということで、私も広告切ったんですけどね。はい。ですね。コメ欄にアンチフェミやハンコリコレオタクみたいな人、やっぱりそういう人も多いのか。なんかそういう人ばっかりだもんな、YouTube 見てる人ってな。やっぱこういうのがね、やっぱり方向性を決定づけるんですね。リベラル叩き動画とかポリコレ叩き動画みたいだろう大量に見てるから、まあね、そういう思想に染まっちゃうのかなと思います。まあ、ただ高市さんのアイドル的な人気が凄まじいっていう話をいろんな人がちょっとこれ冷笑気味の記事なんですけど、自民党という男尊女卑で世襲だらけの古い組織の中で非世襲叩き上げの女性が長老政治家や官僚や敵に回して孤軍奮闘する姿は弱き女性や大衆にとって弱者が強者に挑むカタルシスを生んだのだ。アンダードッグを象徴する高市氏はまさに日本のジャンヌ・ダルクだ。複雑な国際情勢や経済をまだまだ日本は強くなれます、経済成長まだできるといった単純明快な言葉に落とし込んだ。日本人はやっぱりすごいという高市氏の自己肯定感が実際はグローバリゼーションの負け組に転落しているはずの日本人を高揚させる。それが取り残される不安に怯える層にとって彼女をあたかも救世主のように錯覚させるのだ。高市氏がぶち壊そうとしているのは男尊女卑の社会、財務省を中心とした官僚主義、中間に配慮する事なかれ主義の外交、自民党長老の根回し政治、憲法9条による平和主義のドグマである。高市氏は現状維持の保守ではなく復古主義による現状打破を目指すラディカルライトなのであると。いうことで、ちょっと冷笑的すぎるかなというまとめなんですけど、GB プレスがですね、まるで高市さんはアイドルのようなやり方で勝ったというような批判的な記事を出してますが、大体当たっていると思いますよね。はい。ということで、アイドルといえばこの男なんですが、今回これしか出番ないですが、さっき UCC コーヒーを飲んでた斉藤元彦知事なんですけど、自民党のね、圧勝理由は国民の皆さんの大きな期待の表れだそうです。大きな期待の表れお前と同じ手段で勝っただけだろっていう。自分をアイドル化して勝っただけでしょっていう、そうツッコミが入るんですけれども。はい。ですね。そこまで高市支持者が増えてるかな、考えてるかな。だから深いこと考えてるっていうよりかは、やっぱりアイドル視しちゃってるんじゃないかなというふうに思います。アイドル視するっていうのはね、それ好きなアイドルって一人や二人みんないると思うから、はい。なんていうか、ね、そこはね、人間心理の隙をついた感じですよね。アイドルならね、政治家と違うから押しても構わないだろうみたいな心理も働いたんだと思いますね。フェミニズム伝道部員のところにいるんですが、粘着アンフェからゆるやかアンチポリコレまで、そうなんだ。そういう人はブロックしてもいいのにな。
動画の種類はどうなんですかね。広告かショートかとか。ただの反動主義なんですけど、あれが確信に見えるんかと。高市さんはあからさまに男尊女卑のアイコンなんですけどね。まあ、彼女の背景見てればどう考えても男尊女卑のアイコンなんですけどね。まあ、その辺、斎藤元彦と同じ詐術が働いてますよね。全然革新派じゃないのに革新派のふりをしていたっていう。はい。ホロライブの VTuber が自民党批判している赤をフォローしていてオタクが切れていたり、これは5タップだと思うと現実からそらしたりしていて、もうそんなこと言ってるやついんの？ひどいなぁ。それぐらいいいじゃん。なんか先輩風吹かせてますね。まあ、斎藤元彦の方がこの地方では先輩風、確かに。先輩風吹かせてるよね。単独で3分の2を獲得したということで、一つの意思の表れだと思います。まずは速やかな当初予算の成立に向けた準備を進めていただきたいと思います。先輩目線してんじゃないよっていう話ですね。はい。サイトを出迎えるときに控え室のどこに鏡を置くかでみんな頭を悩ませているという話が聞こえてきました。それ事実らしいですよ。後で説明します。はい。ということで、ちょっと閲覧注意なんですが、アイドル高市早苗さんがどのような、受け答えをしているかというのを、実例でお見せしようと思います。ちょっと、嫌な方は2分ほど、飛ばしてください。なことを言いますが、日本の政治家っていうのは責任の所在があやふやになることが今までの歴史の中で僕は多いなと思うんですよね。でやっぱりもしできなかった場合、高市総理はどういうふうに責任を取るんでしょうか。できなかった場合、つまりいやだって公約に掲げたんだから、一生懸命今からやるんですよ。やりますよね。もし実現できなかった場合とか、その暗い話しないでください。いや暗いというか、それは責任の取り方です。政治ありゃ。再生中に著作権者だからの申し出が来ちゃった。失礼いたしました。太田さんが先ほどのようにですね、私の YouTube は大丈夫ですのでご心配なく、多分柿本元気さんに来たんだと思います。約束をもし破ったらどうしますかに対してあのように対応してですね、暗いからそういう話はやめろと意地悪やなというふうにお返ししたということで伝えられております。選挙公約の話やで、これ見て高市に共感するやつが言っているのは怖いということで、ヘズマリュウさんと戦っていることで有名な奈良市議会議員の柿本さんなんですけど、その通りだなと思いますし、あの態度ないですよね。高市さんだって、だから太田さんが公約守れなかったらどうすんのっていう、あの人だって体制寄りの人だと私はずっと思ってますけど、ああいう質問をしたことに対してあの反応ですよ。ものすごい嫌そうな顔して、意地悪なことを言うのはやめろと言ったんですよ。ね、こちらも同じ画像を引用してるんですけど、これ見てモラハラの被害者の人たちすごくしんどくなったって人がたくさん連絡が来ましたと。太田さんの話なんて聞く必要がないと思っている上にやんわりとした関西弁で、相手を責め相手を貶めていくモラハラの手法だと。非閉鎖でコントロール支配していくこの人の手法はいつもこれなんだ。静かなモラルハラスメントだということで、高市さんがね、フル動画を見た人はわかると思いますけど、高市さんの手法は完全モラハラだと思います。はい。ということで、ゆうこさんコンカラスです。太田さんは好きじゃないけど、これは高市ひどいですね。はい。ほんとひどいですよ。疑う方はいないと思うけど、フル尺見てみればですね、ちゃんと言ってるので、はい、間違いなく。はい。そう、これでね、太田さんへのバッシングが殺到してるんですよ。すごいでしょ。いや、食料品減税できるのかと職員に聞かれたけど、これは非国民認定されるのかと。そう、穏やかな体でね、脅迫してるようにも聞こえる言い方してましたよね。はい。今までできなかった時の反応が大きすぎたので口止めされてるんでしょうと。そうでしょうね。自民党の人たちから軽々にね、物事を言うなと、軽々に物事を言い過ぎだということは言われてると思います。はい。でも今回太田は何も悪くないですよ。確かに普段はね、政権の太鼓持ちみたいなことを言ったりしてる人ですけれども、この質問、普通の質問しただけで意地悪とか言われるのは言い過ぎでしょう。はい。
負けることを考えて戦うやつがいないから、さすがにそれは猪木さんにちょっと失礼というかまあ、なんていうのかな。でも、高市さんだから話をずらしてんですよね。精神論の話に持ってってるじゃないですか。だから精神論の話をしてるんじゃなくて、公約実現できなかったらどういう責任の取り方するのっていう、まあ斉藤さんもそうですけれども、責任論の話をしてるのに、精神論の話にすり替えられてるわけですよね。はい。まさにタレントじゃなくて総理大臣なのにと、関西弁を使わないでほしい。まあ、いや、関西のね、もちろん関西出身の方だから使う資格はありますけど、まあ、関西のイメージ悪くなるからやめてほしいというね、関西人、当事者の方はね、いらっしゃると思いますよね。はい。そうね、論点ずらしするのも維新っぽいですしね、はっきり言う高市さんみたいなイメージに関西弁を利用してますよね。はい。うん。まあ、商品減税はやる気ないと思います。で、高市ファンの人たちがどういう捉え方をしてるかという一例なんですけど、WBC に挑む大谷さんに負けたらどう責任取るって聞けますか？五輪選手に開会式でメダル取れなかったらどうするって聞きますか？私は舞台に向かうお笑い芸人に笑いを取れなかったらどう責任取るなんて聞けません。太田光に賛同してる人はやめますっていう現地を取りたいだけですと。あ、こういう風に考えるんだっていう。まあでも極端な、まあ、例かもしれないですけど非常に分かりやすいですよね。だから高市さんアイドルだからアイドルに向かってなんてこと聞くんだってよね。お前アイドル選手権で負けた時のことを考えるのかという、まあ先ほど猪木さんの例を出した人がいましたけど、そんな不吉なこと言うんじゃないよってね。高市さん頑張ってるだろって、これからアイドルオリンピックで1位取るんだよって、総選挙で今回1位取ったじゃないかって、何を文句あるんだよみたいなまあ、ものすごいアイドルファンっぽい反応をしてる人なんですけど、まあ他にはこういう人もいて、いや、左翼リベラルっぽい奴らの泣き面が見られるのであれば、トランプでもファラージでも高市でもメローニでもワイデルでもバルデラでもミライでもカストでもボルソナーロでも何でもよかったです。右翼の台頭が世界的に盛り上がってるこの時代に生まれて最高でした。よかったです。もう完全に勝ち誇ってるなというまあ感じなんですけれども、めちゃめちゃその高市さんが大勝して、まあなんか自我が肥大化しているなという、感じを受けますよね。はい。ですね。食品だけ減税はやめた方がいいかもしれないですけどね。いわゆるご飯論法ですね。そうですね。安倍さん懐かしのご飯論法の復活ですね。責任あると常々言ってんだから当然に聞かれるでしょ。大谷は別に市民に対する責任ないだろ。スポーツや芸能人と政治を一緒くたりしてるのが恐ろしいって。幸見里穂さん、そうですね。プロの作家ですね。漫画家の方ですよね。いや。アーティストの人がこういうこと言うのちょっと怖いですよね。総理大臣には聞かなきゃいけないし、俺は高市に頑張らないでほしいです。左派リベラルに対する、この人はね、加害欲巻き出しですよね。大衆の中で詩人と公人の違いって安倍昭恵の時から何も変わってないんですね、と。このボスはさすがに非難殺到してましたね。はい。そうですね。だから作家の方なのでね、やっぱり反映愛なんだと思います。それは別にいいと思うんですが、スポーツ選手やお笑い芸人と総理大臣を同列に語る、これが高市早苗推しの構造か。正直脅威だが、これがどう脅威なのかについて高市早苗推しクラスと理解し合える可能性は低いだろう。まさにこれだ。今日本で進化しているのは右傾化ではなく自己啓発化なのだと。おそらくこのスタンスが、そのうち特攻や玉砕にも採用されるだろうということで、まあ、この方はですね、自分がね、自己犠牲を、まあ、誇りある、なんか、選択をみたいな、自己犠牲とかですね、頑張ればいいんだみたいなね、頑張ればやればできる、やればできるぞみたいな、ことをですね、自己責任化で、自己啓発化というふうに、まあ、言ってらっしゃるんですけれども、まあ、まさに自己責任自己啓発、みたいなのがですね、まあ、右傾化というかファシズムに動員されてるよなという構図だと思います。幸見里穂さんの漫画子供の頃よく読んでました。そうなんだ。そんな読者の方がいらっしゃった。いやー。もちろん知性を引き合いに出して叩くのはやめた方がいいと思います。ちょっと福田さんの言い方確かにちょっと危うかったですね。すいません。私はね、知的能力の問題じゃないと思ってるんで、そこは誤解なきお願いいたします。はい、失礼しました。右翼の台頭が盛り上がっているって左翼を貶めて、自分を強い側に置かないと不安なんでしょうね。まあそうですね、こういう人はね。国の方向を左右する権限持ちの政治家とタレントを同列に並べないでほしい。
まあ、そもそもね、お笑い芸人枠のね、太田さんがあんな質問してるのが、まあ、おかしいはおかしいんですけれどもね。はい。で、まあ、これ関連というかですね、ちょっとファンの方いたら申し訳ないんですけど、ブルースカイでちょっと話題になってたんですけど、ちゃんみなさんっていう、まあ、先日紅白にも出たアーティストの方がですね、ワークハードという、曲をですね、昨年発表されてて、私これ知らなかったんで聞いたんですけど、なんか歌詞の内容がすごいんですよね。高市早苗応援歌みたいな感じなんですよ。全く高市さんがと関係ない、高市さんが当選する前に発表されてる曲なんですけど、甘くない人生は目を覚ましなよ。何を期待してんの？自分の人生は自分でやってください。I love it. この仕事は大好きですと。知らねえだろ。私の歴史はお前に嫉妬する価値なんかないと。お前では追いつけない。なんかしてるやつより何もしてないやつが有利。そんなやつほどなぜか口が開いたら辛い辛い。みんな過ぎすぎ勘違い。何もせずに羨ましい。私があれが欲しい。甘くない人生は目を覚ましなよ。何期待してんの？弱者を救済はなんですぐパワハラってさ。パワーない君はどうなん？悪くないって言いたいんだ。こっちも好きで強くなったわけじゃない。いや、すげえな、この曲と思って。いや、まあ、PV とかはね、さすがに素晴らしいんですけど、ちょっとビビりましたね。こういう人なのっていう。まあ、割とね、フェミニズム方面でもすごく評価されてる、まあ、今のね、新進気鋭のアーティストさんで、っていうか、まあ、民族的にもマイノリティの方なんですけど、いやー、そういう人がこの曲歌うんだっていうのでちょっとびっくりしましたね。で、パワハラっていう言葉をそのまま使っちゃってるから、これはあれですよね。わざと言ってますよね。なんつうのかな。確かに彼女が受けてきた差別ってもう半端じゃないものがあったんだろうし、その人生をね、よく、まあ表現しているリリックだと思うんですけど、自己啓発ソングだ。まあでもこれでね、YouTube のコメント欄見るとやっぱりすごく励まされました。ありがとうございますってね、辛い人生を戦ってる人の曲ですみたいな、まあですね、称賛のコメントが大量に並んでいてですね、まあどういう風に受け取られてるから、まあ働いてまいりますみたいなのがどういう風に受け取られてるかっていうのが、まあ一目瞭然だなと思います。はい。というですね、いや、スーパーネオリベソングですよね、これは。はい。もちろん他にもいろんな曲歌ってる方なんでね、全部が全部こんな内容じゃないと思うんですけど、はい。高市さんを批判するなで全てを無力化できるのは無敵すぎますよね。はい。なるほど。結構な数、知性がどうたらと揶揄していた人がいたんですね。まあ、そういうリベラルの態度は本当良くないと思いますね。はい。私は、反対します。はい。プロレタリアソングみたいなタイトルなのにね、いや、だからワークハードでこんな内容なのびっくりしますよね。ワークってそういう意味なんて思って、ちょっとギョッとしちゃいますよね。だから多分そう、だから他人からパワハラって言われて、パワーない君なんかどうなんみたいな感じで返しちゃってるっていう。ひどい。この言い方自体がパワハラでしょっていう。だからね、まあ成功したプロデューサーでもあるので、やっぱりそうなんですよね。だからなんか嫌なことあったのかもしれないですけど、やっぱりこの曲作って発表しちゃ売れっ子アーティストとして発表しちゃうのは、やっぱ違うと思いますよね。そう、いじめられっ子がいじめた側に回ってるのかなという感じしちゃいますよね。そう、自己責任論ソングですよね。冬季オリンピックに出場しているアメリカ選手のトランプ批判そうなんですか24時間戦えますかも大差ないレベルですね。はい。だからなんか日本のトップアーティストがこんな感じなのちょっとまずいですよね。しかも若者や女性のカリスマなわけでしょう。はい。そう、強くなければ生き残れないっていうのは優勢思想的ですよね。日本の若者がリベラル化しているの根拠としては、文化的な領域、つまり同性婚や選択的夫婦別姓への賛同などが挙げられがちな印象があるが、労働観や自己責任感の内面化という意味では、むしろしっかり着実に家計化しているのではないかと思うと。まあ、先ほど受刑化ではなく自己責任化だって言ってる方がいらっしゃいましたけど、さきさんの言ってることの方がより正しいかなと思います。自己責任論の内面化の度合いでもうすでに右翼化してるんですよ。めっちゃ右に寄ってるでしょ。だから精神的右翼ですよね。だからもちろんちゃんみなさん自身のね、認識としては、私は右翼なんか支持するわけないだろって感じだけど、まあ正直高市さんに投票してても不思議ではないっていう、まあ感じの思想ですよね、これは。はい。
だからね、レイシャルマイノリティの人がやっぱりこういうこと言うのきついものがありますよね。はい。自分のプロデュースしてるアイドルに気になる人や彼氏ができたら自分と面接させる。そうなの？それはモラハラじゃないですか。いや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 。そう、もっと強くなって相手を見返してやるみたいな、そう、曲なんですよ。だから励ます態度はわかるんだけど、それは違うだろっていう、自己責任論やんという。去年の紅白出た時の曲はフェミニズムリーディングできてよかった記憶があるんですが残念です。そうですね。皆さん絶賛してましたからね。そうなんだよな。で、選挙になると頑張った人が報われる社会っていう訴えばかりになりますけど、私はちょっとぐらいサボってもだいぶ丈夫な社会の方がいいと思いますというのを受けて、このポストは正しいと思うんですけど、富裕層を頑張った人と恣意的に言い換え、なおかつ通俗道徳と結びつけた考え方はアメリカンドリームの安直かつ稚拙な直輸入でいかにも自民党的かつ電通的です。並行して健全な階級概念の破壊があったわけですねと。だから先ほど労働家じゃないのかってワークハードっていうのはっていうコメントありましたけど、まさにねこれですよね。だから本来だったら労働者階級であるのだから、労働者階級の人がその労働者の苦しみっていうのを素直に吐き出して鼓舞するっていうのは、中島みゆきさんのファイトじゃないですけど、ああいう曲があったわけじゃないですか。でもちゃんみなさんが歌うとね、なんかその自己責任ソングになっちゃうんですよ。ね、その差は何なんだってなると、アメリカンドリーム概念と自己責任概念の内面化じゃないかという気がしますよね。で、富裕層なのは頑張った人であるから、努力した人なんだから、偉いんだという、道徳的優位性が私たちにはあるっていう願意があると思います。はい。いじめ被害者に絶対かけたらいけない言葉ですね。そうですね。いじめ被害者にもっと頑張れなんて言ったらね、精神的にね、折れてしまいましたからね。リバタリアニズムの有名な思想家は大体実家が裕福だったりする。ほんとそれを見ると身も蓋もないよね。お前実家が太いだけだろって。ざけんなよと言いたくなりますがね。で、ネトウヨの研究家でも有名な磯尾正明さんなんですけど、今回の高市現象はかつての石丸現象に似ています。両氏とも政策を語らず自己啓発的なキャラクターに徹しました。石丸氏はロジカル思考、高市氏はポジティブ思考の伝達者でした。積極財政という彼女のキーワードもポジティブシンキングの表れとして受け止められたのでしょう。今日の若い世代にとって重要なのは社会をいかに良くするかよりも自らがよりよく生きるかという問題でしょう。そこに訴えかけるのは政治的議論よりも自己啓発的な呼びかけであり、ロールモデルの提示が必要です。だからこそ、女性初の首相でね、強い女性というイメージを振りまいている高市さんには討論会では重要ではなかったのでしょうと。なお、キャラクターの提示がより印象的に行われるのは YouTube よりも TikTok です。そこでの両氏の人気はパターンが似ており、BGM にも同じものがたくさんあります。いわば全政治的な領域でのそうしたコミュニケーションが若い世代の動員につながり、政治的領域を動かすことになったのでしょうと。高市さんがね、TikTok の同時視聴配信で私やった時に、インドネシアの首相というか大統領とお話ししてた動画とかね、すごい絶賛されてますよっていうことを紹介したと思うんですけど、ああいうのはまさにキャラクター提示によって受けているっていう。だから政治的になんかすごいことをしてるわけではないんだけれども、高市さんのね、仕事ができそうとか強そうみたいなイメージで好かれているっていうパターンですよね。はい。浅津さん、こんからです。アーティストのいろんな面が見えますね。今回のハーフタイムショーでのバッドバニーの演出でアメリカのオリンピック選手からの国旗を背負うことを誇れないという発言があるなど、なるほど、ありがとうございます。教えていただいて。ISE による市民殺害から反トランプの動きは大きくなってますね。ちなみにアメリカ選手団とイスラエル選手団とどこかの国の選手団では入場した際にブーイングが起きてましたね。はい、ありがとうございます。ということですね。はっきり言え何も語るなというですね。つまりトリプリアスから世界恐慌になったとしても自己啓発で乗り切ると富裕層は対外世襲派です。ロスバードの弟子のハンス・ヘルマン・ホッペなんて私有財産を守るためならば民主主義より法系制度の方がふさわしいとまで言ってますが、この人は実は先祖が貴族です露骨すぎるだからね、討論とかさせると弱いのに、だから自分が正しいことを言ってるわけじゃないこと気づいてるのに、でもね、こういう振る舞いをするっていうのは正直みっともないと思いますよね。
で、ただこういう生活保守的な気分って、まあどこから来てるかっていう話でちょっと興味深いデータがあったんですけど、政治に関与しない人は政治過程に何らインプットしない政治的に無色透明な存在ではない。一定のはっきりとした政治的傾向を有しており、政治と自己を切り離し、私生活を重視するタイプの人はイデオロギーとは無関係に権威主義的態度を示すことがあると。まあこれどういうデータなのっていうと、まあ研究があるのでですね、ぜひとも興味ある人は、読んでほしいんですけど、私生活志向の低下は何を意味するかという、スマートニュースメディア研究所さんの、研究で、普段政治的に無関心層っていわばいるじゃないですか。まあ今回ね、高市さんの波を動かしたと言われているそうなんですけれども、そういう人たちって別にノンポリだから左でも右でもないっていうふうに思うじゃないですか。でも例えば普通のデモとか凱旋に対する反応を見ると露骨にですねイデオロギー保守に近接してるんですよ。要はデモが迷惑だとかっていう人たちいっぱいいるじゃないですか。類の人たちですよね。だから普段政治的に無関心だと保守的な心理傾向になりそういうデモ隊とかに対して非常に迷惑だとかとネガティブイメージを抱く傾向が高いと。まあ、この赤いラインがノンポリの人たち、青いラインが政治的関心の高い人たちで、左に行けば行くほど左翼で、右に行けば行くほど、右翼なんですけど、要はイデオロギー保守だともちろん、左翼のデモとか嫌いですよね。で、まあ、左だと、別にデモのは市民の権利だからいいじゃないかみたいな考えになると思うんですけど、生活保守の人たちはですねそのイデオロギー保守の人たちよりもデモに対する嫌悪感がぶち高いというですね、だからめっちゃ迷惑だし、やめてほしいっていうふうに思ってるっていうまあ確かにネットの書き込みとかでよく見ますよね。でデモがなんか左翼がデモやってるけど迷惑だとか気持ち悪いとか、そういうことを言ってる人が日本の人たちってすごく多いと思うんですけど、なぜかというと普段からこういう権威主義的な、精神構造だからというですねまあ身も蓋もない話なんですけど、下手なね右翼の人たちより保守的なんですよだからまあ参政党の人たちとかだってね、まあ彼らだってデモとか凱旋やるわけだから政治的活動の全てをやっぱ否定してるわけじゃないと思うんですけど、ノンポリの人たちって政治活動自体が迷惑だからやめてほしいみたいに思ってる人が結構いるっていうことですねはい。ということですね。著者が語るというチャンネルで、ヒゲ男爵山田るい53世さんが著書の僕たちにはキラキラ生きる義務などないという本の話。ああ、なるほど。ありがとうございます。こんな本出してるんだ。ちょっとチェックしてみます。ありがとうございます。でもこういう人にとってはやっぱり議席の数が権威に見えるから、やっぱり自民党支持的な傾向も強いんでしょうね。まあ選挙には行かないのかもしれないけど、プロテストよりも村の規定が大事なタイプまあ確かに村社会住人ってこんな感じでしょうね。職場でも選挙凱旋に嫌悪感を示す人がいました。でも日の丸喜んで振り回してそう実はハイエクも先祖が貴族で親が学者という大変に裕福な環境の生まれです。こいつらが社会保障を削れ自己責任だとか言ってるのは滑稽です。あ、そうなんだ。ありがとうございます。知らなかった、それ。先祖が貴族なのかよ。パレスチナ連帯デモに近くに学習塾があるのにうるさいってキレてたやつがいました。まあありそうですね。まさにそういうね、政治的ノンポリのくせにデモにだけは文句言うみたいな態度ですよね。自己啓発、自己防衛、権威に頼らざるを得ないぐらいには社会や公共が壊れているということは直視しなきゃいけないと思います。まあそれはその通りですね。本当にね。だからやっぱり社会環境がひどいし、さっきのちゃんみなさんみたいにね、社会から露骨に差別されてきたから、やっぱり自己責任を内面化してしまったっていうのは、それはね、本人の責任じゃないところはありますよね。もちろん大人なんで責任は問われるべきですけど、大人でお金持ちなので、ただここまでのし上がるからにはね、相当な苦労をしたはずなのでね。はい。デモは民主主義の重要なパーツだから絶対否定しちゃダメですよ。はい。ですね。で、小泉政権、安倍政権ときて、高市政権で完璧に政治家、有権者が自分の願望を投影するスクリーンであるため、無内容であればやるほど良いというものの完成形を見た気がします。一貫してぶれないのは政策とか語る内容ではなく、私はあなたの願望を受け止めていますという、まあ一種の自己成就、自己啓発的な態度ですよね。生地きちんとした政策などがあると投影の邪魔になります。しかし、ブロッフォのハシズム論が指摘するように、この願望自体は否定したり、馬鹿にされたりしていいものではありません。こういった願望をいかに反ファシズム的なより良い世界への欲望へとつなげていけるかが今試されているのだと思うと。
まあ今回はちょっとこれに失敗しちゃいましたけど、ブロッホって何って思ったんで、私、不勉強な、なりにですね、いろいろリサーチしたんですけど、これ、法政大学の、方の解説の PDF なんですけど、ちょっと暴流のマルクス主義派としてですね、マルクス哲学の研究者として主流のマルクス主義に対して異議を唱えた方だそうです。まあ、詳しくはですね、ぜひとも非常にこれ面白い論考なので、読んでほしいんですけど、で、ブロッホさんって先ほどまあコメントでも指摘ありましたけれども、社会的な抑圧が、人々によって資本主義の特に格差の拡大などの抑圧が高まった時に何が起きるかっていうところを論じていた、人でして、帰参時っていう行為、まあ要は漫画とかアニメとか娯楽に逃げるっていうパターンと陶酔するっていう、まあ、パターンが2つあると。まあ帰参時においては人々はそれを紛らわすために娯楽に走ると。陶酔はもはや人々が我慢できないほどの経済的な苦境においてそこからの解放を求める衝動であると。ブロンホにとっては前者から後者への移行がファシズムの過程であるが、人々と社会と人々は2つの局面を一致するということをブロンホは指摘した。問題は統制という危機的状況が帰参時へと仮に収まったとしても、それはファシズムの問題が解決したことにはならないということである。アメリカ大統領選挙でトランプが敗れジョセフ・バイデン大統領が登場したが、バイデンが新自由主義路線を結果的に取ったので、それを状況を反復しているに過ぎなかった。問題の根本が解消されなければトランプが活性化させたような人々の怒りがいつかは返ってくるだろうということで、まあこれトランプがね、また再選される前の文章なんですけれども、まさにその通りになりましたよね。社会が統制局面になりリベラリズムの理念や制度がなぎ倒されていくという時、それを防衛しようということはもちろん重要である。しかしその際にファシズム陣営をポリティカルコレクトネスで批判したりリベラリズムの重要性を訴えたりすること自体は苦境にある人々にとって解放や救済とは思えない。リベラルな諸制度を形骸化させていく過程に対し人々が支持したり無批判でいたりすることで正当性が与えられるとき、それを宗具政治や民主主義の過剰だと捉えてしまうところにリベラリズムの限界がある。統制は民主主義の過剰ゆえの不健全な局面ではなく、人々が自身の苦境を表現する術が現在の政治形態では不在であるがゆえ、行き場をなくした解放を求める衝動が民衆の怒りとして意思表示される状況なのであると。まあこれ言い方難しいですけど、要は先ほどもねコメントありましたけれども、高市さんを支持してるからバカだとかまあそれ自体差別的な言い方だけど、知的能力が低いとかそういうこと言うリベラルな人いっぱいいるし、なんかまあポピュリズムだと言って一刀両断する人はもっと多いんですけど、それじゃあ結局この高市さんに呼び寄せられてる人々の怒りっていうのは何なのかっていうことをつかみきれないですよね。要は新自由主義によって苦しめられてるじゃないですか。みんな新自由主義によって苦しめられていて、格差社会でね大変な目に遭っているのに、人々のねそういう苦しみを理解せず、なぜみんながファシズムに走ってしまうのかっていうことを分かんないとリベラルは結局勝てないよというような、まあ、話が出されてます。で、このブロッホさんがすごいのはですね、統制を利用して、人々をね、呼び寄せるための、まあ、ナチズムの手法っていうのは、要は昔は良かったみたいなですね、ロマンチズムであるとか、ユートピア性を喚起する手法だということなんですよ。昔は良かったユートピアといえばということで、まあちょっと30秒ほど、ユートピアを解雇したいと思いますので、ちょっと、見たくない人は飛ばしてください。世界をリードする技術力を持ち、豊かな教育を受け、誰もが安心して生活できる。それが本来の日本の姿です。取り戻す日本を取り戻す。皆様と共に総力で自民党。はい。安倍さんの喋り方を揶揄はしないでください。まあ、まさにこれだよなっていう。だから、幻想と郷愁、まあ、ナルシシズム、みたいなもんにですね、
人々をファシズム的な方向に走らせるためには、そういったですね、過去の懐かしさであるとか、そういったものが、ファシズムにとって利用されるということをブロッホって人は論じてるんですけど、まさにこれだし、同じような手法を今回高市さんは使ったということで、この動画をもってですね、今1億6000万回再生になってますけど、まさに安倍さんのね、正当な後継者となったというふうに言えるんじゃないかなという気がします。はい。ということで、銅メッキレオさん、牛尾さん、内瀬さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。例外的な成功をね、自由主義の、自由競争の証拠だっていうのはアメリカンドリームの典型的な欺瞞ですよね。そんなことないからね。実家が太いと超有利ですからね。はい。願望を受け止めますが、邪魔なので捨てます。でも、スパイ防止法や会見にやる気満々なのはなぜですからね。はい。ですね。豊臣秀吉も主権省と比較すると最底辺の生まれではなかったし、主君が織田信長で、しかも信長が半ば倒れるという天下人にはなそうですね。彼らもね、やっぱりラッキー的な要素が多かったですよね。はい。主権省は中国最低の皇帝です。ですね。マムダニさんはね、うまいことそれを利用して、逆に勝ったわけですけれども、だから、マムダニ理論はね、ただ、日本に適用するには、ここまでやっぱり自己責任論とかですね、ファシズムがはびこってるとなかなか難しいんじゃないかなという気がしますよね。はい。そもそも誰から取り戻すんだよ。俺たちは関係ない意味のない CM だよ。改めて見ても何も言ってないわ。そう、大日本帝国路線をね、取り戻そうとしたんでしょうかね。早川忠則さんの方また読んでみるか。日本どっか行ったのか。柔道も、そうですね。その話は後でします。高市さんの再生数が K-POP アイドル並みとかありえませんって、どんだけ CM 打ったんだよって話ですよね。数億円投じられたと、噂されていますけれども。はい。主元省さん最低ではないのか。ごめんなさい。それは知らなかった。ちょっと、コメント欄での論争はちょっと、あれしてください。どうしようかな。ちょっと私が知識不足で申し訳ございませんでした。ちょっとすいません。話題それちゃったんですけど、ですね、でもこういったね、高市現象みたいなのを、総合的にですね、判断すると、こういうね、高市支持者の人たちっていうのは何者かというと、これですよね。権威主義者ですよね。ベタな結論で申し訳ないんですけど、権威主義的パーソナリティとは社会的性格の一つである。社会的性格とはドイツのエーリッヒ・フロムにより提示された概念であり、一つの集団の構成員の大部分が持っているパーソナリティ構造の中核である。この社会的性格の中でも特に硬直化した思考により強者や権威を無批判に受け入れ少数派を憎む社会的性格のことを指して、権威主義的パーソナリティと呼んだと。自分より、権威ある者への絶対的な服従、自己より弱い者に対する攻撃的性格の強制、思考の柔軟性に欠けており、強い者や権威に従う単純思考が目立ち、自分の意見や関心が社会でも常識だと誤解して捉える傾向が強く、外国人や少数民族を攻撃する傾向があると。まさにこういう人たちのことだなというちょっとサンプルで取り上げちゃって申し訳ないんだけど、ちょっとですね、何も言えませんわという感じですね。だからやっぱりもうこういう人たちによってですね、日本的なファシズムっていうのはもうだいぶ、安倍高市を経て完成に向かっているのではないかというのが、私の考えです。はい。で、こういう人たちって基本的にナルシストであることも多いと思うんですけど、斉藤元彦さんもそうですよね。昔言ったことがあるんですけど、ナルシズムと陰謀論って非常に相性がいいんですよ。自他の境界が薄いファッションナルシストが自分と似たような支持者を大量に引きつけ集団で同一化したのが斉藤元彦現象であると。自己統制にナルシズムが強い人たちの特徴として、自他境界が曖昧か皆無に近いので、そもそもパワーハラスメントという概念を肌感覚で理解できないという。それはね、知性とか理解力とかの人権意識とかの問題でもないわけですよね。実際ナルシ
ストって陰謀論に傾きやすいっていう心理学的な研究がありまして、まず他人を操作しようとするタイプの人が多いと。あと、他人を支配しようとする人たちのもうそれと関連して多いわけですよね。はい。で、あとですね、自分が特権的な力を持っていて、誰もが利用できるわけではない隠された情報へのアクセス、を利用しやすいというですね、確信を持ちやすいっていう、ところもあるし、あと最後にね、自分にうぬぼれてるので騙されやすいという傾向もあるそうです。はい。だからナルシスト傾向のある人がみんなそうだというわけではもちろんありません。そうしたらね、誹謗中傷になっちゃうんで、それはちょっと注意なんですが、高市さんも非常に多分ナルシスティックな人だと思うので、そういう人ってね、やっぱりこうなりやすいんじゃないかなという、一般的な傾向としては言えるんじゃないかと思います。逃げまくってるし、ブレまくってるけどな。だから多分そういうポーズっていうのは、その自分の体裁を保てればナルシストの人にとってあんま関係ないんでしょうね。はい。弱者救済が徹底的に嫌いな日本人に無肌舞みたいなのもファシズムも無理で、初期ファシズムにある同胞愛もないのでは。確かにイタリアとかナチズム的なのは、それはそれで無理でしょうね。多分天皇制ファシズムみたいな中途半端なやつになるんでしょうね。はい。ジャイアをよいしょするスネを。天皇制がね、やっぱり日本の権威主義的パーソナリティのね、中核にあるものの一つだと思いますから、やっぱり天皇制を粉砕しなきゃいけないですね。はい。っていうことですね。権威主義的で自己肯定感の低い日本人の推し活行動は自分を透明化して盲信的にアイドルを崇拝することに満足を得るものであり、推しをロールモデルにして自分を変わろうとは考えません。推しが何かやりかせた時は残念だけどロールモデル足りえないとみなせばいいのに、偶像崇拝を好む人々は私だけは信じていると美徳であるかのように宣言し始めたりするので最低であるという、ちょっと盲信という言い方良くないと思いますけどごめんなさい。ただ今までのね人たちを見てればわかりますよね。なんか斉藤さんとか高市さんの支持者ってなかなか正論でね高市さんとか、斉藤さんを批判しても離れてくれないっていうところがあると思うんですけど、やっぱり自己同一化してしまってるからだと思います。なのでね、正論による批判が聞きにくくて、さっきみたいのね、太田さんみたいな、逆にボコボコに叩かれるみたいなね、目にあってしまいがちだっていうところは、リベラルとか、反高市の人はね、やっぱ覚えておいて、対応にその際にね、それを踏まえた上で批判すべきだろうなというのは思います。難しいですけどね。はい。権力者だろ、被害者ジグさすのは最低じゃないのかって。いや、ほんとそうなんだよね。だから斉藤さんもそうだけど、斉藤さんかわいそうとか高市さんかわいそうとか言われるじゃないですか。いやで、あんた首相やろっていう冗談じゃないですよって感じですよね。はい。だから高市天皇なんて言われ始めてますけれどもね。はい。だからやっぱりその辺もね、天皇っぽいですよね。はい。神聖にして犯さずべからずみたいなのを破ると、ものすごく攻撃されるっていう現象ですよね。青バスのサコンカラスです。そうですね。一人一人が多分高市さんだと言えるわけですよね。日本人のやっぱり 25% ぐらいは、高市支持者というか、高市さんに近いメンタリティになっているのではないかという、約言うだから4分の1ですよね。そう考えると本当怖い国だなと思います。はい。誹謗中傷への法的措置はお金もらってるなら対応した方がいいですね。いや、ほんとね、太田さん訴えてほしいですね。そのネトウヨみたいな人たちに対してはね。はい。頑張って訴えてくれ、お金あるんだから。はい。征対象軍になってくれ。皇族に竹内のみ子というのはおった。そうなんだ。すいません。忘れてた。でも愛子内親王を天皇にしない高市。いや、そこなんだよな。もうあなたさって、愛子さんのことは認めなきゃダメな立場じゃないのって思いますけどね。はい。個人的にはね。もちろん天皇制自体に私は反対ですけど、天皇なき大日本帝国と化してしまった、我が国なんですけど、名だたる右翼ポピュリズム政党のメンツの中にですね、これなんかアメリカの右翼の人らしいんですけど、堂々と自民党が入ってました。自民党は対外的にはこういう認識がなされていますと。はい、自民党ですね。自民党、ポーランドのですね、PIS という超権威主義的な政党ですね。リフォーム、イギリスリフォーム UK という、チェガーというですね。
もう、もうなんかね、だからリフォーム UK とか PIS と並び立つ政党になっちゃったんだっていうですね。まあリフォーム UK って今イギリスをめちゃくちゃにしようとしてる極右政党ですけれども、イギリス保守党じゃなくてね、リフォーム UK と並べられるようになっちゃったんですよ。自民党枠が。でもまあ、この海外のね、右翼の人の認知正しいですよね。もうポピュリズム右翼だよ、これは。だし、半ばファシズムには片足突っ込んでるでしょうっていうね。はい。PIS、法と正義と、あ、そうですね。すいません。正式名称ありがとうございます。そう、こいつらね、なんか名前だけはリベラルっぽいんですけれどもね、ポーランドめちゃくちゃにしましたからね。だからリベラル派が反抗するまでに10年ぐらいかかったんですよ。それはどう見ても極右政党だし、高市は反党ファシスト政権です。はい。その通りだと思います。ちょっと前までは参政党の席だったんですけどね。まあ、なんか自民党がここまで来るのにね、半年かからなかったですからね、早すぎますよね。なんかほんと、この速度にはびっくりしてしまうんですけどね。日本の推し活メンタリティについては今後世界中で語られるようになるんじゃないですかね。過度な商業主義に基づいた商品の思考支配とファシズム台頭の危険性の話としてと。結局のところ消費者としてしか自己実現ができない国として息づくべきところまで行ったということなのだろうと、いうことでまとめられてるんですが、まあその通りだと思います。まあこれもやっぱり消費市場主義というか資本主義ですよね、根本にあるのは。ブロッホのマルクキストのねブロッホの言うところだと、まあ資本主義がそういったファシズムを不安からファシズムを導くと。でですね、過去の、回帰ノスタルジアなども動員してファシストは人々を導こうとするんだけれども、結局ですね、そうやってファシズムにさらされた人々っていうのは、まあ権威主義パーソナリティの人々っていうのは推し活っていうね、まさに資本主義的な消費の仕方をすることでしか、高市さんへの支持を表明できないっていうですね。だからこれはナチスドイツとはっきり違うところだと思います。別にね、ドイツの人たちはヒトラーグッズを買い漁っていたわけではないと思いますので、でも高市さんについてはね、みんな高市グッズを買い漁ってますよね。だからまあ消費のね、資本主義にですね、思考が完全に支配されてしまうと、やっぱりみんなファシズムに走ってしまうのではないかなと思いますよね。はい。王様の首を跳ねたことがない誇るとか、他国の王と違って常に人民を、たまがっていたとか、意図的に作られたナラティブ。そうですね。日本はなんかね、天皇で殺したことがないからって、いやいやいや、足利って高氏って知ってるみたいな。そんなことねえよって感じですけど。自由民主党っていう名前を変えろってね、権威主義ファシズム党とかにしてほしいですね。右翼の方って菊の語もやたらカジュアルに取り入れますけど、不敬と思わないのかって。確かに。欧米レイシズム団体のリーダーって大抵日本推しですね。そうですね。北欧のブレイビックとかも日本大好きでしたからね。推し活って資本主義による搾取ですね。そうですね。資本主義による搾取であり、の行き着いたところであり、まあね、資本主義ファシズムの一形態と言っても過言ではなくなっちゃったんじゃないかなと。まあアイドル相手にやってるだけならまだしもね、政治家相手にやってしまってますからね。天皇制には滅びてもらうと困りますが、それとして女性天皇への反対意見に潜むミソジンには切れないといけません。まあその通りですね。武田恒康さんを反省してください。まあ商業主義なんでね、まあそのうち賞味期限は来ると思うし、絶対サナ活に飽きる人はね、みんな出てくるとは思うんですけど、それがいつになるのかっていうのが、まあ今後の問題になってくるかなと思います。ジャンマーリーヌ・ルペンも日本が理想って言ってるもんっていう。まあこれがね、むき出しの日本の正体なのかなと思うと、ほんと悲しくなってきますね。はい、ということで次はファッションと化したですね、極右ポピュリスト政党自民党がこれから何をするのかという話とちょっと中国の話して、まあ次まとめに入りたいと思います。ちょっとお水飲ませてください。きやみさんおやすみなさい。すいません、頭痛いということで、ゆっくりお休みになってください。ありがとうございました。
はい、ということで失礼いたしました。皆さんもご体調気をつけてくださいね。ほんと寒いので。はい。こんな寒い時期に選挙をやってね、ほんとサナ活とかいうふざけた推し活にほんとぶち切れてますよ。私も本当にいい加減にしろよっていう。もう、頭くるわ。ということで、まあ、高市さんへの怒りはともかく、ファッション化した自民党が今何を企んでるかっていう話をした絵を、ちょっとこの章を終わりにしたいと思うんですが、高市さんに対する白紙人情の中身が改選モード全振りでした。まあ今回ね、ろくに政策論議もしないで逃げ回りながらですね、まあ私を押してくださいって言って投票させて大勝してしまったということで、何をするのかな、国論を二分することって何かなっていう感じなんですけど、憲法改正発議できると萩生田光一。早期の国民投票へ環境整備に取り組むと首相、国家情報局設置へ早期に法案提出すると総首相、比較三原則の見直しを否定せず安保関連3文書を前倒しで改定すると。もうまあもう分かりきっていたことですけども、ファシズムの正体を隠す気もないですね。で、まあ、マジで終わってんのが、まあこういうコメントがもう内部から出てきてるらしくて、もう参議院議員などに意味ないと。衆議院議員で何でもできると政権幹部。高市さん様々だ。異論なんて一切言えなくなると閣僚経験者ということで、もうファシズムやる気満々じゃん、この人たち。高市本人が言ってんじゃないんですよ。だからまあ、要は政権関係者のね、コメントとして朝日新聞が取り上げてるらしいんですけど、いやー、本当にこいつらの正体っていうのがね、まあでもこれが本心なんでしょうね、彼らのね。で、まあ日本経済新聞さんがね、まあずっと高市さんを必死で批判してたけど、あんまり実らなかった日経さんなんですけど、まあ推し活選挙が溶かした政党政治、戦後民主主義に引導を渡す。まあこれ読みませんし、まあ有料記事なんですが、まあ戦後民主主義がね、結局リベラルが否定されてしまったというね、推し活は最悪だがね、これが現実なのだみたいな、まあちょっと悲観的な内容で締めくくられてるんですけど、そういう問題じゃないだろっていう。戦後民主主義というのは9条だけではなく憲法の各条項の理念に少しでも近づいていこうという意思の話でしょうと。90年代ぐらいからそれが終わったと引導を渡そうとし始めてから確実に社会が崩壊していきました。理念を捨てようとした社会が崩れるのは当たり前じゃないですかと。だから90年代からまあ歴史修正主義みたいなのがはびこって高市早苗さんとか安倍晋三さんが出現したわけですよね。で、ずっとね、東洋的な方向にですね、まあ9条改憲しようとか憲法を改悪しようみたいなことをずーっと言い続けてたのがまあ自民党とか極右勢力であって、だからこの人たちが言ってたことは、だからまあ今回リベラル派のね、中道さんが負けたからというそういう問題ではないですよね。で、まあ、自民党対象に落胆してる人が多いけど、これから円安ホクホクとダメージが来るぞって言ってる人もいるんですけど、やや楽観的な見方の人もいるんですけど、自民党が単独で3分の2取ってだったので、総理を追及するような議員はもう除名処分にできるんですよね。だから今の自民党だったら本当にやりかねなくて非常に危険な状況じゃないかなと思います。はい。ですね。推し活イコール悪いことという視点はミソジニーもですが、恋を持つことや信じることに対する揶揄は大きいのでは。そうかな。まあなんかなんでしょうね。アイドルがやってることだったら悪いことでも黒いことでも白というみたいな、私はすごくイメージが悪い言葉だったので、まあ結構そういう風に使ってたんですけど、まあ確かに女性アイドルを推すみたいなのはね、高市さんでなかったら言われなかったかもしれないっていうのは、そこはちょっとミソジニスティックだったかもしれないですね。そこはすいませんでした。確かに。リベラルすぐには戦争にはならない。ほんまかって。いや、会見発議させないでほしいですね。武田恒康って勝手に皇室グッズ作って法外だレダで販売してた。そうなんだ。知らなかった。すげえな。愛子さんであんだけバカにしててそんなことやってたんですね。すごいですね。幻覚から目覚めるんじゃないですかね。まあ、早期すでに遅しだし、なんだかで加担してるわけですけど、いつになったらサネ呼びやめてくれる。まあ、下の名前で呼ぶのはね、ミソジニスティックだからやめるべきですよね。いやでも自民党は国民から人権を奪い戦争したいんじゃないかっていう、まあそういう風にしか見えないコメントですよね。これ参院には意味がないんだっていう、お前ら議論する気ねえだろっていう。
歴史修正主義とネトウヨが放置したのがこの惨状の一つで、改憲される憲法に従いたくないですが、どうすればいいでしょうか。ネトウヨを放置したせいで差別とヘイトスピーチを堂々と言っていいというね、空気が作られてしまいましたよね。まあだから本当今からね、憲法改悪反対運動しざるを得ないと思います。まあ参議院をね、強引に突破してまでやるかっていう話で、参議院選挙がね、次の2年後の28年なんで、まあただね、高市のね考えからしたら、まあいきなりね会見をね発議してくるっていう風に、可能性もゼロではもうないので、はい。そうですね。推しを持つことや誰かを好きになることは悪いことでは何でもないけれども、その感情をね、大量消費であるとか、まあ、政治的なことに結びつけたね、資本の側に問題があるっていうことですよね。はい。ありがとうございます。本気で9条改正を望むなら歴史修正主義を捨てなきゃいけないというですね。はい。だから、なんだろう。こういうね、やっぱり歴史修正主義の人たちがね、完全に権力を持ってしまったっていうのがですね、恐ろしい話ですよね。はい。まあ、人民主権っていうのが本当忘れられてますよね。で、なんかね、まあ、ただ、今回の選挙に関して、だから割とリベラル寄りの人でも、ママ言って戦争を止めてくれねとかハッシュタグが結構流行ったり、別に私はこれに悪感情を持ってないんですけど、そういったね、戦争反対ですとか、改憲反対みたいな、ハッシュタグが流行したりですとか、左派系の人たちの間でバズったりしてたんですけど、対立相手が戦争をやりたいと決めつけてレッテルを貼って先導しているのは参政党のことが笑えないという、ような批判が出てまして、ネットの書き込みで自民党支持の人が俺らが戦争をやりたいと思ってるのそんなわけないじゃんみたいな書き込みをしてて、いやーなおだよなってなんかめちゃくちゃ納得したのもあって、それほどこれはどうやって戦争を避けるかの手段の違いでしかないと、要は軍事によってね戦争を避けるんだという、ようなことをまあ公明党の伊佐真一さんも説明されてたらしいんですけど、そういう問題じゃないよね。この方々、外国っていうものの存在を私、忘却してんじゃないかと思いますよ。日本が戦争をするとしたら、アメリカについていくに決まってると思うんですよ。対米従属をやめるレベルの大転換が政治的にあるとしたら違いますけれども、そういう基本理解すらない人っていうのが多いのはですね、正直ギョッとしますよね。それは高市さん支持しても問題ないってなるんじゃないかと思いますけど、正直日本の自衛の話とかしてないんですよ、誰も。自衛隊さんは憲法を変えたらですね、イランとかイエメンとかに突撃しろって言われるかもしれないんですよ、アメリカに。この意味分かってるのかなっていう、多分誰も分かってないよね。リベラル派の人でさえ結構忘れてるんじゃないかなっていう気がするんですけど、絶対あるから。今トランプが狙ってるのはまあ中東でしょ。で、まあ、パレスチナ派はね、イスラエルがやってるとしても、攻撃してるとしても、イランとかイエメンはですね、手こずってる、なんだかんだで手こずってるわけだから、日本に行ってほしいはずなんですよ。まあ、他の国ともね、共同で攻撃してるし。だから、日本の人たちってみんな中国のことしか考えてないですけど、まあ、イラクにだって派兵したじゃないですか。で、イラクに派兵しましたよねって言ったら、いや、イラクに派兵してるんだから、別に、会見したって変わらないじゃないかみたいなクソリップも来たんですけど、いや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 、イラク派兵がどういう感じで行われたか知らんのかいだっていう、少しは歴史を勉強してくださいっていう感じでしたね。まあ私が口酸っぱくね、台湾や韓国やウクライナを全力支持しろって言って、まあ右翼みたいにことで言われたりしてるんですけど、別に親米右翼じゃなくて、その逆でして、私は米帝の手先にならない国家防衛戦略をするにはですね、だから現実主義とか言うんだったら、韓国やウクライナのような国を支援するしかないでしょっていう話をしているだけのつもりです。はい。ね。なるほど。推しという言葉が全然ずらされているということですね。アイドルは女性だけには限らないです。カルト的、詐欺的、互い知事と表現するだけでいいはずのところ、推し活のようと表現するところが推しを持つ方全員に対してとても侮蔑的だと思う。なるほど。
すみません。その考え方はちょっとなかったですね。申し訳ない。はい。確かに言われてみれば、もともとね、アイドル推しっていう言葉自体はね、別に悪いことじゃなかったし、それがね、悪い意味に変更されてるっていう、視点はすいません。ちょっと私、アイドル的なものにね、疎かったので、あまり違和感なく受け入れちゃってたと思います。そこは申し訳ございませんでした。今回、ちょっといろいろね、取り上げましたけれども、そういった記事とか取り上げましたけれども、そのご指摘はね、その通りだと思いますので、私の概要欄とかのね、タイトルにはそういった言葉は使わないようにしておきます。すいません、ありがとうございました。そうですね。元から使ってた人と私みたいになんかマスコミでね、初めて知ったみたいな人はね、やっぱりちょっと乖離があったというか、その辺な感覚がおっさんなのかもしれないですね。申し訳ない。そういった視点はなかったです。はい。そうですね。企業側が言ってることとね、受け取る側が言ってることと、今回のね、高市さんを批判してる側が言ってることで、また意味がちょっとずれてるわけですよね。ママっていうところをね、それも女性性を利用してるんじゃないかっていう指摘は確かにありましたよね。それは確かにそうだと思うんですけど、ただ海外の話をしているわけじゃないんで、そういうことじゃないんだよなっていう。はい。なるほど。推しという表現でしか表せない対象がある以上、悪魔化するような用法は控えてほしいです。地雷という言葉は本来の言葉以外で使うべきではないということで、なるほど。ありがとうございます。その通りですね。ありがとうございます。すいません。そこまで考えてなかったですね。正直、今回。申し訳なかったです。はい。赤旗が報道した防衛省と装装会社の共同組合の協定の中身を見ると、エンバーミング処理の講義を受けることも盛り込まれているみたいで、やっぱり海外派兵は視野にありそうですね。そうですね。葬儀社との協定もありっていうことも暴かれましたからね。ウォーフェア見れば戦争反対ですと。プラントディプレッションさん、ここからです。ファン活動、推し活動と言い始めたのがちょっと謎かもなと思う。そうですね。なんでファン活動をそうやって呼び換えられたんですね。資本主義のそうですね、構造的な搾取の仕組みを捉えてないと、やっぱりダメなのかもしれないですね。はい。藤井聖羅さんがママ製造を止めてくるは最初に使った人のことをポリダスで解説された。そうなんだ。ごめんなさい。それ見てなかった。申し訳ない。ありがとうございます。VTuber に推しがいるけど政治家には使ってほしくないと思ってます。徴兵制というよりは経済的徴兵が増えるのが先かと思います。ということで。すいません。ちょっと話を戻しますが、そうですね。だからこうなってくると経済的徴兵制も一歩手前かなというふうに気もしますよね。こちらは中国寄りの方なんですけど、日経新聞のこういうね、推し活という言い方はともかく、ここまで世間の中で枠的の精神構造が蔓延し、事実上の全体主義が完成すると、もはや理屈では通用しないし、救いようがない。現在日本の言論空間は論理の虚勢が完了した状態と言える。この言い方もどうかと思いますが、建設的な批判をシステムが異物として排除し、正論を吐くコスト、レッテル張りや社会的制裁が沈黙して衰退を受け入れるコストを上回っているため、合理的であるほど口を閉ざしてしまうという構造ができていると。残る手段は世間の内側から変えようとすることを諦め、外から変化させることである。つまり強い外圧を加えることで、内側から構造破壊を引き起こすやり方しか残っていない。ロゴスが通じない相手を救うのは痛みを伴う現実しかないというですね。ここまで言うかっていう感じなんですけど、この人は明確に中国寄りのことを言っていらっしゃる方で、所体というか立場を明かしてないんですけど、おそらく、ですね、中国共産党は近いことを日本に対して思ってるんじゃないかと思います。外交部報道官がコメントを出したんですが、選挙は日本の内政なので干渉する気はない。ただし、今回の選挙が示したいくつかの深いレベルでの構造的な問題及び主張、動向、推薦は、日本の各界の有識者や国際社会の深い考察に値するだろう。印鑑は遠からず、軽視すべきではない。中国の対日政策は一貫して安定性と継続性を保っており、日本の1回の選挙によって変わることはないが、中国は改めて日本側の台湾に関する発言を撤回し、中日関係の政治的基盤を守るという基礎的な誠意を、具体的な行動で示すよう強く求めると、いうことでですね、
今まで、まあ、中国がって言ってる、まあ、日本ネット右翼のいわゆる人たちは別としても、中国の話を冷静に聞いている方はわかると思うんですけど、あくまでも、その高市さんというか、日本の自民党軍国主義政権が悪いっていう言い方を今までしてたんですけど、そういう言い方をもはやしなくなってるんですよね。まあ、与党当局に対し厳正に申し入れるとは言ってくれてるけど、もはや、高市さんを強烈に信任したということが明らかになったんで、じゃあ、まあ、日本全体をですね、批判するモードに入りますかというふうに、モードチェンジしちゃってるんじゃないかという指摘が、出ています。大富豪レイダーリオの提言、中国への挑発は控えた方がいいということで、まあ、見るに見かねてなのか、アメリカのネオリベの人たちもですね、やめた方がいいよって言い出しているんで、まあ、詳しくは読みませんが、まあ、あくまでこれはね、資本家の人たち側の、都合というかでものを言っているんですけど、まあ、中国の経済力、軍事力が拡大する一方で日本の後退的な国力が伸び悩んでいるというのが現実ですと、日米同盟という我々の強力な枠組みがあるものの自力で緊張の拡大を制御できる余地は大きくありません。この非対称性は抑止の安定性を伴っており、損なっており偶発的な衝突リスクを高めています。とりわけ台湾情勢をめぐって緊張が常態化すれば日本は容なく当事者化しかねません。対立が深まるほど日本の判断余地が狭まり、米中対立の最前線に日本が固定される可能性が高まりますということで、俺たちアメリカが日本を見捨てたらあんたたちどうするんですかみたいなことまで言われてるんですね。まあもうだからアメリカの金持ちがそんなこと言い出すっていうのってかなり末期的というか、結構極まった症状ですよね。でもそれぐらいやっぱり今の日本の状態は自民党が3分の2とっても参議院議員に意味がないんだから憲法改正発動するぜみたいなのが、まあ外国からもですね、日本の極端な軍事化というふうに捉えられてるっていうことじゃないかなと思います。はい。これ中国大使館の投稿です。かなり怖いですよね。だからこれを翻訳というかですね、中国の意見をね、いつも取り入れてる人がこういう言い方してて、だからもう日本に対する懲罰的なね、考えに移行してるのではないかという恐ろしさがありますよね。だから今まではあくまでも高市さんが悪い、日本の軍国主義政権が悪いのであって、日本人民は悪くないって言ってくれてたんですよ。だからそれね、中国はね、そうやって配慮してくれてたんですよ。日本の右翼の人たちは言わないけど。だけど、まあ、その配慮がもはや見られないっていうことで、もうアメリカ人の富豪まで心配してこんなことを言い出してるという状態なわけですね。まあだからね、この人に言われるまでもなく中国へ挑発するのやめた方がいいですよ、本当に。勘弁してくださいよっていうか、謝りに行けよっていう感じですよね。そう、まあ本気になればね、兵糧攻めできますからね、彼ら。高市主張でフェーズが変わりました。これまで好戦的なのは受け入れ政権だとエクスキューズをつけてくれていたのが、好戦的日本大衆という認識に変わっている。その上で今回の選挙が示したいくつかの深いレベルでの構造的問題及び主張動向趨勢は日本の各界の有識者や国際社会の深い考察に値するだろうっていうね、怖っていうまあ確かに中国大使館というか中国政府のね行動は恐ろしいです。恐ろしいけど、まあなんかそのなんだろう、やっぱり一方的に怖がるのも違うし、そもそも結構話の通じる、だから日本大衆と中国日本大衆と自民党を分けるっていうことを今まで言ってくれていたのに、それを無視して高市さんにね316議席も与えてしまったもんだから、それこうなるよねっていう話ですよね。なのでちょっとこれ非常に怖い状況になってしまったなという、ある意味自業自得ではあるんですけどもねでも正直だから中国相手にビジネスしてて困ってらっしゃるやっぱり人たちとか中国系のマイノリティの方々とか本当に心配ですね。はい。小泉純一郎の時も安倍晋三の時も左翼が恐れるほど戦争にならなかったじゃないかとか言ってみたけど、実際には非正規労働が増え大規模規制緩和によって日本の資金が流出し、積み上がった国債がえらいこっちゃになり、2025年には2000年代とは比べ物にならないほど日本が貧しくなり、産業もほぼ壊滅状態になり、デジタルインフラが国外に牛耳られ、エンタメはつまらなくなり、ゲームやアニメですら中国韓国が優位になってしまった。戦争は起きてないように見えるが、ゆでガエルのように敗戦国の末路状態になっているだけだというですねまあ非常に厳しい指摘ですけど、本当ね中国に負け続けてこんな状態になっちゃってるのが現実だと思います。
ボンバさん、コンカラスです。抗生物質は軍民療養だというコメントを入れてました。抗生物質は中国からは入手来ない。そう、薬が一番やばいって言われてますよね。まあ、食料もまずいんですけど、だからね、病気の方々のね、生活に関わることなので、だから本当療養費を上げてる場合じゃないんですよ。薬をなんとかしろよっていう。はい。そう、原薬はね、中国が一番多いですからね。そうしてインドにも負けてますからね。インドにも負けて、韓国にも負けて、次はどこの国に負けるのか。まあ、OECD だとすでに、一人当たり GDP だと20位台ぐらいらしいですけど、実は。まあだから右翼の人たちとかね、なんだろう、自己啓発メッセージで湧き上がっちゃってる人たちはね、その自分たちの姿を見つめてくださいよっていう話ですよね。だからいくらなんでもナルシスト化しすぎでしょっていう。あなたが思ってるほどすごくないからって、日本は。そう、薬も食料もレアアースもやばいんですよ。で、最後にこれ、とても良い文章なので、ノートよかったら読んでほしいんですが、日本は高市首相でファシズムに向かうか、ファシズムの端緒は反対意見に耳を傾けず、その歴史修正主義は日本史の影の部分から目を背けていると。高市首相は台湾海峡問題で中国との摩擦を招き、旧統一教会問題で批判されれば名誉毀損であるとしらばっくれている。ファシズムは国民をまとめ上げるために敵を創出するが、高市首相の場合、その敵が中国であったり外国人であったりする。自民党内の反対意見は村上誠一郎のように選挙の比例名簿準備を下げることによって落選するように仕向けており、党内の反対意見を許容しない姿勢を見せており、防衛費は 5% まで増やすなどと言い始めていると。で、まあ、今までの歴史をね、紐解いてくださってるんですけど、高市氏は総務大臣時代に政府に批判的なテレビ局の停波もあり得るなどと語り、自分に都合のいい言論を断じて認めないことを明らかにしたこともあった。そのような人物が政策を具体的に明らかにする前に国民は信任を与えていいものなのか、政治的自由がなく隣国と緊張状態を招き、防衛費が国民生活を圧迫する政治でいいのか、国民はもう一度立ち止まって考え投票所に足を向けるべきであると。まあいうことで、こういう言葉は聞かれなかったわけですけれどもね。はい。でも本当にこのまま行くとまずいので、まあ高市さんにはね、せめて軌道修正を図ってほしいですね。中国には本当に詫びを入れた方がいいですよ。でないと本当にあなたを支持した人たちがみんな苦しむ羽目になるし、まあ何とも思ってないんだろうけども、本当にあなたの政権がね、せっかくここまでやった政権が短命政権になって、また別の自民党首相に変わっていいのかっていうことを言いたいですけどね。まあそれは本人も嫌だと思うんだけどなという、感じで、高市さんのファシズムによる選挙対象でございました。はい、ご清聴ありがとうございました。まあそうですね、日本すごいという虚偽意識に捉えられてね、現実を見てないですよね。そう。めちゃくちゃ複雑だけど、村上さんは高市さんの思惑に反して当選してくれてよかった。まあそうですね、自民党があまりにも勝ったのでですね、村上総一郎さん絶対落ちると言われてたんですが、ギリギリ勝ちました。誠一郎さん、おめでとうございます。まあ村上さんぐらいにはおめでとうと言っていいかな。まあ村上さんいるんですけどね、まだ党内にはね。でも彼がな、そこまで強く反対してくれるのかなっていう、まあ正直期待はあまりできないですね。1議席なんで。はい。選挙演説で日本でもお薬の原料を作れますって、そんなことまで言ってたっけごめんなさい、それ見てなかったな。原薬製造は汚染物質が出るし、薄利なのでそう簡単に商業利用できません。レアアースと同じ話やん。製造業だって外国実習生の奴隷的搾取労働について成り立っていたんだし、むしろ日本ひどいと言わなければいけなかったですね。いや、ほんとその通りですよ。だから入管法の時に日本ひどい、日本ひどい、日本ひどいって言ってれば、って思うんだけどな。本当マスコミも罪深いし、まあね、リベラル派の限界をそこちょっと感じちゃいますよね。はい。ということで、すいません。ちょっと推しという言葉の用法に関してですね、ちょっと不適切だったと思います。申し訳ございませんでした。まとめを作るとかタイムラインを作る際には、ちょっと直してですね、概要欄にも後で書いておこうと思います。
はい、ということでですね、まあこれで配信終わりでもいいんですけど、まあ今回ですね、柔道改革連合さんが壊滅的なダメージを受けましたので、ちょっとその批判に入ろうと思います。まあよかったらですね、高評価、チャンネル登録をして、柔道さんの批判を聞きたくないという方は離脱してください。はい、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。ということでですね、まあちょっと申し訳ないんですが、さすがに言わざるを得ないということで、まあ今までずっとね、選挙中我慢していたんですけど、高評価、視聴継続ありがとうございます。全然無理しないでいいので、柔道改革連合さんに対するちょっと思うところを言わせていただこうかと思います。柔道の時代遅れ感あるコンビだったかも辞任し新代表選出へということで、まあ今回ですね、大敗の責任を取ってお二人が辞任することになりました。野田さんは私の器はダメだとしか言いようがない大きな責任である。まあ新しい時代感を感じられるような人を次は選びたい。時代遅れ感があるコンビだったかも、大事な人ばかりのまあ党員さんたちでしたと。その意味では万死に値すると、まあ私自身について思っているみたいなことを言ったんですけど、万死に値するっていう言葉を使うな。あなたリベラル派の党首でしょ。ネトウヨじゃないんですからね。もうこういうところだぞとしか言いようがないですね。本当に。本当にだから自分で言うことじゃないでしょ。時代遅れ感あるコンビだったかもって。それ最初から分かってたんじゃないのっていう、高市の対比に対しての野田義彦じゃないのっていう風に、いやー狙ってなかったのかよマジでこのオールド感はっていうですね、ちょっとびっくりしてしまうんですけど、まあその戦略がうまくはまらなかったっていう話だったらまだわかるんだけど、なんかそういうわけではなかった。でじゃあ何素で高齢男性コンビで行こうっていう話になったんですかっていうもう呆れて言葉がないですわ。はい。ということでですね、ちょっとコメントプラスすいません、見せちゃうんですけど、畑正樹さんがコメントされているので読みます。これまでコメントプラスや他社の取材で野田氏を立憲のリーダーにすべきではありませんと散々言いました。2024年の代表選の時、かつての民主党政権の中枢の中にいた人が代表になれば次の選挙でどういう結果を招くか想像できます。そこは有権者はしっかりと見てます。その上、立憲改革を阻害してきた悪夢のような民主党政権時代の党執行部や重鎮時代の落選を、大事な人ばかりでしたという野田氏はリーダーとしての器がないばかりか世論を見る目にも欠けているとしか言いようがありませんと。まあクソみそ言いましたけど、野田氏は優秀ですと、難しい舵取りをうまくやった能力の高い政治家だと思っています。しかし2012年の党首討論では党に相談することもなく突然の解散を言い出し、結果民主党壊滅に追い込んだ張本人です。高市首相と同じことをやってるし、まあ今回も同じことをやりましたよねだからその計算づけの行動じゃなかったんかいというですね、まあそこが私、まあ野田さんに本当がっかりしたというか愛想が尽きたところですね。まあもともと好きじゃなかったけどさ、だって計算づけの行動でだからそういうね、高市さんに対してのまあ対比としてのまあ高齢のね高齢と言われる男性のコンビ2人っていうまあ感じで挑んだのかなと、だから計算づけでやってんのかなと思ってたんですけど、まあなんかねいろいろネトウヨからいろいろ誹謗中傷されてたのはそれはね不当なことだったと思いますけれどもエイジズムなんでねそれは良くないと思いますけど、まあでもまさかローソンにに相談することもなく柔道改革連合を作ってたということが明らかになるにつれ、何を考えてるんだという話になりますよねいやー、まあ準備期間は足りなかったんだろうけどさ、はい。
ということでですね。TTS さん、いや、公明党に裏切られたわけじゃないですよ。もっとそこの浅い話なんですよ。ちゃんと準備してなかったんですよ。要は、労組とかに対する根回しが足りなくて、労組がまともに動かなかったり、公明党の人たちも、まあ、いきなり立憲を支持することに不満を抱いてたりしたみたいです。はい。はい。この時間終わってたって泉健太さん復活するかもしれないですけど、いやー、もうええわ。大島空さんの選挙総括あったんですね。ごめんなさい。ありがとうございます。チェックしておきます。万死に値するって言って自分は絶対しれっと当選してんのどんだけっていう。本当ですよね。自分が大島康之さんだ。失礼しました。読み方忘れてた。ですね。だから自分が当選しといて言うセリフじゃないだろ、それは。っていう、お前さ、って。なんか血を流す発言に対して論外って言ったのかっこよかったのにね。台無しですよね。はい。泉健太好きじゃなかったけど、野口健さんに立してて無理になりました。まあ、悪夢の民主党政権はデマですね。まあ、それはデマですよ。それはデマですけども、だからといって野田さんがね、まあ、解散が正しかったということにはなりません。はい。柔道ではなく左派に見られたのが敗因だ。西田亮介教授が語るという、まあ読みませんけど、まあリハックの人が言ったりしてるんですけど、これは逆でしょ。立憲左派に辺野古原発安保法制という踏み絵を踏ませた野田と斉藤が敗因です。左が強かったところでとことん負けてますよ。旧立憲の支持者も離れました。それに右派同士の対決ということになったら、野田と高市なら多くは高市に入れるでしょと。まあ、左が強かったところで負けたっていうのは、まあ事実としてはそうなんだけど、先ほど言ったようにね、オリベ系の人がね、離れたことが敗因だと思われるので、なんて言うんですかね左派に見られたっていうのは確かに間違いだし、別に左派の支持者って正直私も含めてもうみんな共産党に行っちゃったりしてほとんどいなかったので、まあそんなに影響力がまあ薄かったというのは確かに立憲の熱心な支持者の皆さんがね、共産党はどうでもいいみたいなことを言ってらっしゃる通りでございます。まあそれなんですけど、まあ共産党さんと今回全く協力できなかったっていうのも原因だし、右派同士の比較ということになったら野田と高市って高市に入れたんですよね、オリベの人たちは。さっきの、前半で言ったけれども、そういう結果が数字で出てるんですよ、ほら。立憲から3割中道に流れてるからね。だから、リオリベよりの、今まで消去法で立憲に入れてた人たちはみんな自民とか国民民主党とか参政党とか未来に逃げたの。はい。それが負けの原因なんです、という。はい。まあ、もう本当にどうしようもないっすね。あんだけ共産党が悪い、共産党が悪い、共産党が悪い、左翼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 が悪いと、まあ、もうちょっと恨み節がすいません、こもってるんですけど、言われ続けた挙句、だから今回共産党さん、中道さんは結構強く批判してたんですけど、それに対してだから共産党が足を引っ張っている、この共産党め同盟みたいなことをずっとまあ立憲のとか、まあ中道支持者の人たちは言ってたわけですよ。まあね、その結果がこれですよね。はい。まあ、右に注意すべきでしたね。はい。はい。いや、ほんとね、左派になればよかったんですよ。だから、リベラル左派だったらね、まあいいでしょうってお帰りなさいでよかったのにね。いや、ほんとね、立憲の支持者、候補者の人たちかわいそすぎますよね、ほんとに。こんな踏み絵踏まされてさ、なんで中道なんだよって。はい。いや、ほんと異様ですよ。中道のコアのとかブレーンの人たちの、共産党嫌いが本当ひどい。だから公明党さんに対して、まあ全く偏見ないのは、それは偉いと思いますけど、それ宗教差別なんで、それは偉いと思いますけど、なんで共産党さんのことここまで高津のごとく嫌ってんのって。だって21年まで協力してたよね、普通にっていう。うん、そう、野党共闘ででも体力吸い取られたって面ありますからね。共産党さん今ね、まあ党勢衰退しちゃってますけれども、彼らだけのせいじゃないですからね。そう、右の方には空いた場所がありませんでした。はい、その通りです。チーム未来がいたからね。共産党と協力できなかったって言いますけど、そうなると鼻つまんで中道みたいなのってシンプルにそんな候補立てられるわけじゃないっていう感じなんですかね。まあそうでしょうね。候補者の数にも限界があったし、まあ共産党さんとの協力姿勢もなかったしみたいな本当にね、本当反響でまあついに党を壊しちゃいましたよね今回。はい。
申し訳ありませんが、米帝の凶暴性と在日米軍の危険性、自国帝国主義の先兵たる自衛隊組織の反労働者性を無視して中ロの脅威と軍拡を煽ることが現実的だと考える、なぜか左派を支持している不審な人々が何を説教しても意味がありませんということで、まあ、私も結構怒られてるアナキストのレナガオさんなんですが、まあ、付け加えることがないですね。はい。選挙は負ければ責任を負わせるのは当然ですが、苦しい挑戦局を必死に戦った仲間の声をまず汲み取ってください。今回の中道改革連合の結成は高市総理の暴走を止める生活者中心の政治としての理念は正しかったです。しかし鉄頭鉄尾執行部が勝手に判断し、女性の声は一切反映されませんでしたという。なんで安倍智子さんが告発してんのっていや、マジでこういう状態だったのかよっていう。まあ確かに中道改革連合のね、だから男性ばかりを前面に出したのは、私は対高市戦法だと、まあ好意的に割と解釈していたんですけれども、そうじゃなかったってことですよね。マジで女性を排除してたっていう。ダメじゃんって。ダメじゃないか。もう、本当にもう、普通に辻元さんとか前面に出した方が良かったですよね、それだったらね。はい。急な選挙だったので、新党結成に無理をせず、地域によって選挙協力の方が良かったのではないかと思います。まあ、どのみち勝てはしなかったと思いますよ。交代はしてたと思うけど、いや、本当その方が良かったですよ。公明党と、あくまで、まあ、がっつり選挙協力しますって、まあ、とどめておくべきだったんじゃないかと思いますよね。まあ、そしたら、まあ、野田さんと斉藤さんだけが前面に出ることも多分なかったと思うし、伊佐真一がね、変な動画とか作らなくてよかったと思うので、私はあれネガキャンに近いと思ってたんだけど、伊佐さん嫌いなので、はい。そう、立憲系のアカウントはですね、まあ、共産党さんのせいだって未だに言ってるんですよね。いい加減にせえや、お前らって。多席もええ加減にせえよっていう。はい。まあ、社民党さんの話は後でします。はい。それはね、社民党さん悪いと思いますよ。でも、中道さんも悪いですよ。それはみんな社民党さんだってブチ切れるでしょ。タムトモさんがあそこまで怒ってんの久々に見ましたよ。ねえ。だからですね。ごめんなさい。マルクス主義者の人だった。すいません。大変失礼しました。レナガワさん。大変失礼しました。はい。わかります。女性をあえて出していないのかと思ったら素でやっていたんかいみたいなですね。レナガワさん大変失礼しました。はい。選挙の結果よりも党員や党支持者を惑わせて政党の将来を潰してしまったというですね。まあそれはね、長野光一先生とかも散々言ってたことですよね。で、長野さんのことなんか共産党シンパとかずっと言ってたわけですけれども、一部の人たちが。だから批判悪口を笑えないじゃんね。はい。立憲民主党のボトムアップの政治がいいと思って支持してきました。市民運動との交流できちんと市民の声に耳を傾ける立憲民主党の党員さんを何人も見てきました。なのにその人たちに何も言わず上の人間だけでいきなり中道を作りました。女性も無党派も弾き出された気がしましたということで、まあ女性の立憲支持者の方と思われる方ですけれどもだから人権が尊重される平和な世界を作りたいみたいな人が支持をやめちゃったわけですよね。もう明らかな失敗でしょう。まあ確かに中道をいきなり作ったのがね、まあしょうがなかった面はあったとはいえですね、もうちょっとどうにかならなかったのかって感じですよね。はい。まあそうですね。自民党以外は明らかに準備不足を突かれて負けましたね。それは自民党が悪いので、まあ中道さんを責めるべきことではないかもしれませんが、ちょっと無茶をしすぎたのかなと思いますね。で、まあ、ですね、藤崎先生が、まあ、ずっと中道さんをですね、超熱心に支持されておられたんですけど、まず、元々の立憲民主党は言うほど左ではなかった。公明党も言うほど右ではなかった。中道改革連合も言うほど右ではなかった。中道の右シフトが受け入れられなかったというナラティブは、そのような受け止められ方をした可能性はあるが、事実としてはそうではない。いや、まず、この現実認識が間違ってますよね。右系化が受け入れられなかったわけではないんですよ。右傾化したことで自民党との差がつけられなくなって、流出したわけですよ。なんか、票が。で、票が流出したし、特に女性であるとか、左派的な支持層の人たちからもそっぽを向かれたというですね、ダブルパンチを食らってしまったというところでありまして、
だからまあ野田佳彦さんが選出されてからですね、立憲サポーターの人たちは文句言ってないじゃないかと言ってるんですけど、確かにそれは前半で純ちゃんさんの動画を引用しつつ言った通り、立憲の支持者、コアな支持者と言われる人たち、後で解説しますけど、そういう人たちはね、この藤崎さんも含めてみんな離れてないので、それは事実なんですけれども、そういう問題じゃない。それ以外の人たちが離れたっていう話ですよね。はい。そう、立憲は意外とね、そう、女性候補少ないんですよ。そこがずっと課題だと言われてたのに、それを無視しましたからね。ダメでしょう、もうっていう。まあ入管法改役の時とかはね、ほんとね、いろいろ頑張ってくれた人たちたくさんいたからね、なんかね、こうなってしまったのはほんと残念ですね。ていうか私も中道入れてますからね、小選挙区にはね。はい。そもそもあれだけの広告打ってかつ準備ができたから解散したって。もちろんね、高市側はね、周到に準備をして、まあそういうね、自分を信任するかどうかっていうポイントを出した上で選挙してるので、まあ権威主義をね、最大限利用して勝ったわけですけど、それはね、もうどうしようもなかったことだとは思います。そう、でも石川大我さんがね、いなくなっちゃって、依田カレンさんもまあ中道に行かれて、なんかクイア運動も分断されてる感がありますよね。そして内田達大先生なんですが、まあこれは大越さんという別の人なんだけど、リベラル政党の多くが政治意識の高い偏差値60以上に向けたメッセージばかり発信している。これでは勝てるわけではないのではないかと。はお前あなた今何て言いましたってちょっとすいません、汚い言葉になっちゃったけど、確信をついた分析だと思います。でも多分それをやっても左派のメッセージは底辺には届かないと思います。いやこの人たち何言ってんの、ちょっと黙ってくれませんかってこの後に及んでリベラルの範囲は政治意識の高い偏差値60以上の人向けにメッセージを発信したからと言っている。こんな稚拙な配信分析してるようじゃ再起不可能だろう。野党勢力が決別すべきはこの辺でのトンチキ支持層と手前勝手な特権意識ですということで、はい、付け加えることがないですね。内田達さんは引退すべきだと思います。はい。これ差別ですからね。差別ですよ。差別。リベラル政党が偏差値60以下の人を差別してどうすんですかもう勝てるわけないよね、こんな人がブレーンやってたら。はい。まあ内田さんは今は立憲というか中道のまあ革新的なところにはね、別に口出ししてないんでしょうけどもまあちょっとこのセリフには呆れてしまいましたね。はい。いやー、この暴言はほんとひどいですね。まあ選挙で負けて気が立ってたのかもしれませんけど、ちょっとひどすぎると思います。石垣のり子さん、そうですね。石垣のり子さん、改めて立憲の旗を掲げたりしてましたもんね。まあ、新立憲党宣言ですよね。いやー、差別ですよね、完全に。これはひどい、すごいっていう。もう皆さん言葉をなくしてるけど。もう内田さん引退してください、マジで。はい。X で底辺行ったらおしまいですよっていう、左派が差別を煽ってどうするのかと。まあ、内田さんいろいろ共産党批判とかもされてたわけですけど、これでもはやね、完全に説得力を失ったんじゃないかと思います。はい。高市首相の戦略正しかった。創価学会票を当てにしたので小選挙区で一人負け立憲議員第5参ということで、まあプレジデントはなんかお前どっちの味方なんだよという感じでですね、経済新聞のくせになんか高市さんを持ち上げるような、まあちょっと霊障的な記事なんですけど、まあただサイン分析としてはよくできてます。なんで組織票をこれだけ積み上げたのにですね、勝ったのかというと、別に党員さんがさっきみたいで差別的な暴言をしたとかじゃないじゃないですか。取材に応じた創価学会員の人たちの多くが口にしたのは、候補者たちのデリカシーのなさと準備不足であった。ある選挙区では立憲出身候補者が私の政治師匠小沢一郎ですと自分の政治的ルーツを熱心に語った。しかしかつて新進党自体に公明党と他党を分かち、その後も対立案関係にあった小沢一郎に対して好感情を持っている創価学会員は極めて少ない。むしろ敵対心の強い会員もいる中で、悪気なくそのようなエピソードを発露してしまう感性が現場の空気を冷めさせていた。これは単なる失言ではなく、組織票に依存する選挙では候補者の言葉は政策より先に関係性確認として受け取られる。その作法を理解していなかったこと自体が、今回の選挙の構造的弱点だった。
いや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 、公明党さんに先に話回してないんかいっていうですね。だからやっぱり挨拶回りもろくにしてない状態で、こういう不信を招くような発言をしてしまった人が結構いたと思われます。まあ、これ宗教差別とまでは言えないと思いますけど、やっぱ小沢一郎の名前を出すべきじゃないですよね。まあ、それに対して、まあ、蓮舫さんやですね、辻元さんはさすがに分かってらっしゃって、今までのね、批判、ちょっと言い過ぎたところもございますみたいなところを言って頭を下げられたそうです。だから最初から辻元さんをリーダーにしておけば防げただろ、これっていう、まあ話なんですけれども、まあ他にもですね、小選挙区単位ではですね、いろいろ、まあ戦いがあったと思います。まあ一番頑張ったのはですね、萩生田さんに、まあ、ギリギリまで迫った細貝さんだと思うんですが、それも、有田芳生さんというですね、創価学会をげちゃげちゃに批判していた人が、まあ、いなくなったので、有田さんじゃなくなってよかったということで、公明党の人たちが本気になって細貝さんを支援したという人が、まあ、真相として語られております。ダメじゃん。まあ、有田さん結局自力で受かってるんで、そこはすごいんですけどね。だからその創価学会からめちゃくちゃ嫌われてる人をですね、候補者として立てようというところがやっぱりもう礼を失してますよね。はい。だから比例に引っ込めておくべきだったんじゃないかなと思いますよね。はい。そう、偏差値が低いっていう意味でさっき使ってたんですよ。だから内田もひどいし、このね、だから結局反響でなんか鳴らしてた人たちがみんなこういう感じで差別主義者っていう風に扱われてるっていうのは、まあなんかリベラルの今の問題を表してるような気がしますね。リベラルは傲慢、知らんわ。これは傲慢です。申し訳ございませんでした。はい。傲慢な部分はちゃんと直さないと本当に言われると思いますよ。はい。だから偏差値で人を差別してはいけませんよね。はい。で、右にウィングを広げれば市民と連携せずともいいと言い放った旧民主党右翼の策に乗った結果、党は法華経のものとなり、代議士もほとんど公明党になりましたと。まあこれはちょっと言い方が悪い気がしますけど、これが成功だとでも言うんだったら、もはや立憲民主党に先はないんじゃないですか。私の所属する炭素は今回一切動かなかったですと。木下千賀先生、これが真実ですと。いうことでですね、まあこういうだからどちらかというとまあ宗教的な嫌悪感がある人たちが、まあ逆に公明党さんに非協力的で、いや公明党となんて一緒にやれないよって言って、まあ労組が動かなかったみたいな事例もあったみたいですね。まあ木下千賀さんについては説明しないので、まあこたつぬこさんという人についてはノートを読んでほしいんですけど、ウォーク左派について、ウォーク左派の衝撃、右も左も同じぐらいやばいよね。最近ジジェクも同じことを言っているらしいぞと。例えば今年3月、2024年3月ですが、角川が米国の調査報道書、あの子もトランスジェンダーになったと翻訳出版を告知したところ、差別的であるとの告知を受けて観光中止に追い込まれたが、その後産経新聞社から出版されたが、同書の内容が差別的であるとの根拠はどこにも示されていない。キャンセルカルチャー恐ろしいというような、ことを2024年ぐらいに熱心に言ってたので、私だから木下さんのことをめっちゃ批判して、まあブロックされたりしたんですけれども、これ未だに消してないし撤回をしてないからね。ちなみにだからこの人立憲というかまあ中道のブレーンなんですよ。なんかもうまあ内田さんといい木下さんといいというなんか何負けるべくして負けるっていうですね、まあこういう人たちがやっぱり中心にいるとこういう感じになるんだなというのが、まあ別にだから中道さんが負けて喜んでるわけじゃないですよ。私投票しましたんでね。私投票しましたんで、そんなことは一切思ってないですけれども、まあやっぱり負けに不思議の負けなしなのかなという気はします。はい。はい、トランスヘイターの木下さんですね。だからトランスヘイターだって指摘したけど絶対認めないですからね、この方。ね、俺のどこがヘイトなんだって言ってましたからね。もう、本当にもう、この文章を残してる時点でアウトでしょっていう。はい。民主主義の理解度に偏差値を援用するのは可当性に憧れてますと言ってるようなもので、実質的には民主性を否定しているようなものです。いや、その通りですよね。権威主義的ですよね、本当。ネット軍師こたつ猫。そう、チャールズ・マレーみたいですよね。ほんと、実質的に右派と同じようなこと言ってるし。
はい。なのでですね、木下さんは差別主義者です。まあそこを撤回しない限りですね、やっぱり、立憲がね、まあもちろん個々の議員さんにはちゃんとジェンダー平等に向き合っている人たちがたくさんいるんちゃるんですけれども、なんで石川大我さんを公認しなかったのかというところも含めてですけれども、まあジェンダー平等政策を言ってもですね、この人たちが言っても説得力がないんですよ。はい。ですね、与田カレンさん今回いたのにね、ほんと失礼な話ですよね。辻元さんとか蓮舫さんの影が薄くなってるの立憲内部のミソジニをすごく感じます。まあそうですね。だから男尊女卑ですよね、これもね。トランスジェンダーの女性に対するミソジニもトランスミソジニーといってミソジニーの一種です。はい。ウィッピングガールとかの本に解説されてます。ワクワク感が失望に変わるまで中道陣営でインターンした大学生、内側で見てから気づいた惨敗のわけということで、まあこれはですね、中道の内部に入って、22歳の方がですね、働いたというですね、政治家志望らしい、大変将来有望な、方なんですけど、めちゃめちゃ頑張ってほしいです。頑張ってほしいんですが、まあなんか、1月16日の東名記者会見に行ったんですが、共同代表の野田佳彦、斉藤哲夫ら両メンバーがしずらりと並びましたが、そこに女性の姿はありませんでした。見え方が悪すぎる。中道のキャッチフレーズ、生活者ファーストも日本人ファーストの2番煎じではないのかと感じられたということで、まあ、これ、東京新聞読める方は全部読んでほしいんですけれども、まあ、内部の事情に大変失望したというようなことが書かれてます。まあ、先ほどもね、言われてるように、コメント欄でも言われてるようにですね、明らかに準備不足で、奇襲戦法をですね、強い与党の側の高市が仕掛けるというですね、どうしようもない状況であったことは事実です。だからね、まあ、逆風が吹いてしまったというのもそうだし、ネットで誹謗中傷がひどかったというのもそうだし、だから百瀬さんもね、アイドルのようなね、力には負けたというようなことで、この方もまとめられてるんですけれども、ちゃんとね、最後にはね、ポピュリズム政治に走ってはならない、私は中学3年生でお母さんを亡くし、父親も癌を患い、高額医療費がかかっているなど、不安な青春期を過ごしました。だからこそ、社会的弱者が生きやすいと思えなければ幸せな社会とも言えないという信念を抱き、政治家を志しました。その思いは今も変わりませんというですね。だからこういう思いを持ってる人たちにめちゃくちゃ期待されていたのに、まあ、結果的にそれを裏切ったわけですから、もう、かっこつけてやめればいいという話ではないですよね。なんとかしてくださいよ、マジで。せめて、後進の人たちに、なんか活動できる基盤ぐらいは残してほしいなと思います。江坂谷フォロワーさんが日本的な予報のリベラルな左派も沖縄をきちんと見ていない、自分たちの言う反戦に向き合う沖縄としては向き合っていない、 LGBTQ クラスの一部の人が左派を信用しないというのも分かると言って一言一句同意でして、いわゆる在日コリアンや日本に住む外国人の人たちについてもその傾向があると思います。それでも創価学会と公明党と在日コリアンの歴史を知らず、それを仕方ないとしても知ろうともせず、公明党はカルト出しで丸めているのは2チャンネルとあまり変わりません。貧困層や外国人などの政治参画の媒体として公明党はありましたということで、だから公明党さんを擁護するわけじゃないけど、だから今までね、マイノリティの人たちのためにね、割と宗教政党として働いてきたのも公明党さんの一側面なわけじゃないですか。だからそういうのも潰してしまったわけですよね。こんなこと言いながら。非常に罪深いよ。うん。だからね、実際、だからマジョリティ、マイノリティ問わず期待されてるんだから、その期待に応えるのにやっぱりもうちょっと何かが欲しかったですよね。はい。いや、その通りです。応援したいですね。いや、罪深いですよね。本当にね。あと先ほどちょっとコメントあったんですけど、これもひどかったですね。選挙が終わったから言うけど、中道の公式が物は少なくても心はどこか豊かだったあの頃の日本とか言い出した時は本当にどうかしてると思いました。障害者の人権もハンセン病患者の人権も性的少数者の人権守られなかったあの頃の日本が良かったって本気で言ってるんでしょうか。高市さんの政策で支持するところはほとんどありません。そんな私でも動画広告で挑戦しない国に未来はないって言われた時はまあそれはそうかと思いましたからねと。いうことで、まあこれでこの方はだからそんなネオリベ的な多分考えじゃないからマイノリティの方だから、当然ね中道を支持してたんだと思いますけれども、おそらくまあもうちょっと右寄りの人だったら普通に高市に投票してる方ですよね。で、まあ、中道の実際のポストこれなんですけど、覚えていますか？物は少なくとも心はどこか豊かだったあの頃の日本。強い言葉より思いやりが行き交う社会。子や孫に穏やかな日本を残したい。このために今できることを前に進めますと。
だからこれあれじゃん。安倍晋三じゃんっていう日本を取り戻すですよね、これ。いや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 、中道が絶対言っちゃダメなことを言っちゃダメでしょうっていう。生活者ファーストはいいけど、穏やかな日本を取り戻したいじゃないんですよっていう。だからもうそういう日本は戻ってこないっていうことを一旦受け入れて、まあそれでも、こういうね、悪い日本にしてはいけないっていうメッセージを、未来志向のメッセージをやっぱり出さなきゃ、まあ、ノスタルジアを動員してる高市には勝てなかったんじゃないかなと思いますよね。ということでですね、すいません、ボロカスいっちゃってますが、柔道が右に触れて失望された割には、共産党に流れてるのはですね、一応前半の方に言ったんですけど、そもそもね、私みたいな左翼のね、中道支持者ってもうあんまり残ってなかったんですよ。それは、中道さんのブレーンの、先ほどの藤崎さんとか、木下千賀谷さんとかが言ってた通りです。それはそうなんですけど、逆に右に流れちゃったんですよね。要はこういう感じなんで、国民民主党とか高市さんと変わんないじゃんっつって、高市さんとか国民民主党に流れたというデータが朝日新聞で出てました。はい。まあ本当中道っていうのも手当のついた言葉だしね。やっぱりね。まあカルトの定義をそうですね、気に食わない団体を軽々しくカルトという人はね、調べた方がいいと思いますね。右でも左でもなく前へっていう。安倍晋三と同じこと言っとるやんっていうですね。ノスタルジーで訴えるさっきの安倍晋三やんっていうですね。あの頃の日本ってどの頃やって。トランプの偉大なアメリカを取り戻すみたいなね。だからマガ的なメッセージを言っちゃダメですよね。穏やかな日本を取り戻すんじゃなくて作るしかないです。いや、その通りだと思います。はい。だからね、性的少数者の人たちとかがどういう扱いをされてたかとかね、なんで考えないのと。まあ同じようなことを言ってなんかねいろんなところにすいません刃を向けていくんですけど、この前デモクラシータイムスでまあ選挙直前に見たんですけど、激変する政党システムと現代ファシズムの足音ということで五内育夫先生と山口二郎先生が対談する動画あるんですが、まあ私もねまあ無知なんでね山口先生の話ねまあいろいろ興味深かったですよ。確かに90年代初頭の日本の雰囲気とかすごく詳細にまあ覚えてらっしゃってさすがだなとそこは思ったんですけど、ただねまあ内容まあ興味ある人は見てほしいんですけど、なんかやたらとねこの方ねなんかまあ納得感はあるんだけど、まあこの人が小沢一郎さんとかと一緒に二大政党制にしようみたいなことを言い出したまあ本人で、民主党の政権交代もねまあ仕掛け人の一人でもあるんですけど、なんかやたらね90年代ぐらいの自民党の評価が高いんですよ、話聞いてると。なんか橋本龍太郎時代はねもうちょっとちゃんとだから話のできる政党でうんたらかんたらこんたらみたいないやってでまあ挙句の果てにはねこれ間違いなくすいません今回流さないけど言ってたんですけど、デモクラシータイムズさんに怒られそうだけど間違いなく言ってたはずなんだけどキャッチオールパーティーだと自民党はイデオロギー政党ではなく包括政党キャッチオールパーティーであるのでまあそういうねイデオロギー的なこだわりはなかったんだというようなまあ話もされてたんですけど、いやちょっと待てよとキャッチオールパーティーだったらですよ、確かにブラック出身のね方はいらっしゃいましたけどだからハンセン病の人とか障害者の人とかマイノリティの人とかいなかったよね自民党にだから例外的にまあ民主党系にいたのがねからね蓮舫さんとか茅野茂さんとかじゃないですか。茅野さん最初作海党ですよね。だから自民党からそういう人が出たって、まあ、だから最近になってエリア・リフィアさんとか出てるけどかなり最近じゃないですか。それも別に首相クラスとかになったわけじゃないし、まあ小野田公美は一応ギリギリそうと言えなくもないけど、彼女はね割とだから表に出してないからまあだからただまあ自民党も自民党で確かに女性を前面に出すようになってまあ欧州の極右政党みたいな感じで変容してはいるんだけど、まあイデオロギー的には明らかに右に偏って全くキャッチオールパーティーになってないし逆方向に進んでますよねだからなんかやっぱり過去の自民党に対する郷愁を感じるんですよね。こういうなんか一連の流れを見てしまうとまあ頃の自民党はねまともな政党でよかったよねみたいな、いやよくねえからってよくないわ
差別政党だったでしょ、当時から。マイノリティに対する差別を推進してましたよねって。だから、茅野さんが現れるまでアイヌ関連の法律もひどい名前でね、残ってましたよねって、ここでは口に言わないけど。覚えてないのかな。いや、覚えてないわけないんだけどな。だからやっぱりマジョリティ男性の目に見えてない日本というものがあるんじゃないかなという、気がしましたし、まあそこがね、今回、まあ中道さんがですね、取りこぼしてしまったものじゃないかなという気はします。いや、今回解雇しながら何が前に進んでんのかという感じですよね。2011年ぐらいまでラジオをせっせと聞いていましたが、どこの番組も昔は良かったってそればっかりでうんざりでした。まあなんかな、その辺のやっぱり時代の人なのかなと思っちゃいますよね。どこがいいんだよって自民党汚職だらけでしょ。オール、かっこマイノリティを除く。自民党からイデオロギーを除いたら何が残るんだって。菅直人さんが厚生病大臣の時に反省病解除で謝罪しました。そうです。あ、そうだ。ごめんなさい。ちゃんと言えてなかったけど。だから、それもね、菅直人さんですよね。謝ったの。自民党じゃないよね。っていう。だからっていうですね。やっぱり見えてないのかなという気がしますよね。やっぱり中間政党は自民党のアシストにしかなってないですね。何十年も前から同じです。中間政党はちょっと支持が落ちると左ではなく右に傾きます。自民党と大きく変わらないから安心して政権交代させてくださいと言ってもきます。対して変わらないなら自民党を選ぶんですよという。まあこれまさに今回中道で本来キャッチすべき票が、まあ、キャッチオールパーティーを自称する高市自民党に流れたというのが、まあね、モルドさんちょっと言葉強い人だけど、まあ今回正しかったと思いますね。だから共産系の人たちはずっとこういうこと言ってたわけですよね。中道のこのやり方じゃダメだって絶対やられるぞっていうことを言ってたのに、まあ無視して突き進んだ結果ですね。まあ共産党さんもね、今苦しいけど、こうなってしまったわけですよね。もう、っていう話ですね。ただ最後にね、マイノリティが見えてないっていうのは、まあちょっとね、左派全体の話かなというところもあるので、ちょっと最後すいませんが、どうしてもこの話はしなきゃダメだと思うので、社民党さんの話します。オール沖縄社民党ズケラン・ジョーミーさんに投票した人に聞きたいのですが、昨日まで自民党の那覇市長だった尾長さんを、革新側からいろいろ不満もあったけど裏切るかもしれないと思いつつ信じてみんなが投票したからオール沖縄が登場しましたよねと。昨日まで仲間だった荒垣邦夫さんが、国の政党の都合でこんな短期間で中道か無所属かを問われ、その政党に入ったことでこんな時だけは候補者の声もそれどころか社民の現職議員の声も聞かず中道の党首がそう言ってるからと早々と敵認定して落選させたことは大きな矛盾にしか感じられません。昨日まで自民党の尾長さんを受け入れ、昨日まで社民の国尾さんを敵認定して議席を潰して宮崎に明け渡し、良い理由は何だったのでしょうか。国尾離党に意味不明だったけど、今回の一連の事件で社民党が対話による平和と言いながら自民の政党で頑張る若手議員を無視したのではないかと。いうことでですね、はい、琉球の方々がですね、みんな社民党さんにめちゃめちゃ怒っているので、はい。まあ、これはね、もう正直でも福島さんを擁護したかったけど、擁護できないですね。まあ、敗戦した後ですね、まあ、戦うしかなかったと。で、自己矛盾だというふうに言われたんですけれども、まあ、荒垣さんが辺野古基地に反対なのに容認してるから、まあ、中道の確かに、安住の例の暴言があったから、それは絶対許せなかったと。まあ、それはいいんですけど、だったらそれを荒垣さんに言えばよくないですか。まあだから荒垣さんがまあいろいろあって社民党を抜けてですね、まあ今回中道から出馬したんですけど、それに対して社民党の候補さんをぶつけるということをしてしまって、まあ結果的にですね、オール沖縄が全滅したんですよ。まあこれは本当にだから令和新選組さんもだから前にやったでしょう。だからそれはちょっとやってはいけないことですよね。だから今回の件でね、オール沖縄の枠組みが本当にどうなるのかというところではありますけれども、絶対今回はこれはやってはいけないことだったよなと思います。そもそも東京なんだから、東京のだから大和側の人間なわけですよね、福島さん党首だって。だから大和側の人間がやっぱり琉球の人に対してこういうことやっちゃいけないですよ。絶対ダメでしょ。ズケランさんはもちろん地元の方ですけども、はい、って思います。
荒垣さんが社民党でなければよかったのではっていう社民党出なければよかったのではという、まあそれはそうなんですけどね。まあ本当にそれはそうなんですよ。なんで社民党抜けたのか私は分かりませんよ。それはね、多分、まあ、お椿優子さんとか、その福島さんしか知らないことだろうと思うから、なんですけどね。まあ、荒垣さんはそうですね。今の社民党じゃ負けると判断しちゃったんでしょうね。でも結果的に共倒れしちゃいましたからね。いやー、こんな結果になるとほんと悔しいですね。で、まあ関連してなんですけど、先日、長生炭鉱で遺骨捜索中の台湾人ダイバーの方が亡くなられました。心から哀悼の意を表します。はい。いろんなね、世界中のダイバーさんが今、まあ、長生炭鉱でですね、朝鮮半島出身者の方のご遺骨を探していらっしゃるんですけれども、まあ、その中のですね、方が、崩落とかではないんですけれども、ちょっと事故で、亡くなられてしまったということだということです。はい。で、ただこの事件ですね、本当にひどい話で、長生炭鉱では、まあもうそもそも植民地から動員された朝鮮系の方々が労働してらっしゃったわけです。で、天井の崩落事故によって、水没して皆さん亡くなられてしまったと。で、坑内に残る遺骨の引き上げを日本政府が渋り続け、で、韓国のイ・ジェミョンさんに約束したにもかかわらず高市は動かなかったんですよ。これは本当に高市政権が悪いですよ。で、結局この台湾の人のような善意の人々が作業しているわけですよね。で、台湾もまた朝鮮と同様にかつて日程の植民地だったことを考えれば、この事件は本当にグロテスクだとしか言いようがないという、まあ本当にね、継ぐ言葉がないですね。だから本当植民地主義をね反省してないし、マジョリティ中心主義をやめないと、本当にこの国のリベラルは滅びますよ。滅びると思います。だからこれがちょうど選挙の1日前にこの事故が起きてしまった。もちろん偶然ですけどね、不幸な偶然なんですけど、でも偶然で済ませていいことなのかなと、なんかこれはなんかやっぱり警告なのではないかなという私は気がしました。はい。なのでですね、だから朝鮮の方々もそうだし、台湾の方々に対してもそうだし、琉球の方々に対してもそうだし、今まで大和のリベラルが何をやってきたかっていうことをもう一回見つめ直した方がいいんじゃないかなと思います。はい。レイコさん、コカラスです。以前ありがとうございました。いろいろ。荒垣さんが無所属のままだったらね、なんか未来が違ったかもしれないんですけどね、どこで間違ってしまったのか。そう、酸素中毒になってしまわれたので、崩落したというわけではないんですけども、それなのでね、朝鮮炭鉱探索チームの方々のせいではないです。はい。ないんですけどね。そう、右傾化を危惧してるのにね、優先順位がやっぱおかしいですよね。だから本当に高市さんとやり合う気があるのかなと。福島さんの説明としては、県連の決断を支持したような形とはいえ真意は分かりません。逆に公認したとしたら、なかったとしたら、県連を裏切ることになったのかなというふうには思います。そうですね。だからね、沖縄県連のやっぱり方々の荒垣さんに対するちょっとそういうね、いろんな感情とかもあったんだと思いますけどね。でもなんかな、本当に暗い気持ちにちょっとなっちゃいますよね。結局こうやって揉めている間にファシズムが進むのかと。ね。で、起こるべくして、そう、こういう事故が起きてしまったわけですよね。はい。ということで、すいません。ちょっと、悲しく暗い締めになってしまいましたが、中道改革連合さんと社民党さんはなぜ、敗北してしまったのかというちょっとお話でした。はい。ダイバーの方が亡くなったのは本当に残念ですね。はい。やっぱり朝鮮炭鉱探索チームの方々もみんなすごい悲しんでて、だからそれはね、なんか誰のせいでもないというか、だからね、日本政府のせいなんですけれども、高市政権のせいなんですけど、だけど、やっぱりね、なんとかならなかったのかなという気がしますよね。はい。ということでですね、ちょっとね、
そうそう。まあそうですね。調整の時間を与えなければね、共倒れするみたいなね、まあ向こうの作戦だったのかなという気もしますよね。はい。だからそれをね、やっぱうまく利用されてるなという気がします。はい。改めてね、ダイバーの方に、哀悼の意を表します。はい。あれカッパーは、カイパーって止まったんじゃなかったでしたっけ？ごめんなさい。私、なんか1日限りかね、2日限りで締められたというふうにちょっとお聞きしてたので、ちょっと今回、寄付の募らなかったんですけど、すいません。もう一回ちょっと探しておきます。はい。失礼しました。はい。ということでですね。で、まあちょっと暗くなってしまったんですけれども、最後にですね、このようなね、ひどいファシズムに対して、いや、どうやって抗っていくのかってもう難しいんじゃねえかという気持ちにみんななってると思うんですけど、まあ、ただね、やっぱり世界中で抵抗してる人いますし、まあ、いつも言っていますけれどもですね、戦い方っていろいろあると思うので、最後はちょっとその話をして、終わりにしたいと思います。大椿優子さん、そうですね、沖縄肉についてはしっかり継承しなきゃいけないとおっしゃってましたからね。大椿さんが言って相当なことですよね。はい。はい、ということで最後、阪神ファシズム連合の話をしたいと思います。忍者へ、かつての芸大合格や夢を願うエマは消えました。今はみんなの願いは大人の声が境内を埋め尽くしています。この光景は、単なる批判ではありません。膨大な数の人々が、ここに集っているのですと。この事実こそがもはや抗うことのできないリアルな世の流れなのだということで、神戸の与宮神社なんですけれども、先日ですね、YouTuber の小森さんという方が、斎藤元彦支持の宮司に追い出されたというちょっと事件があったんですが、斎藤やめろというですね、絵馬が大量に書かれております。はい。素晴らしい光景だ。斎藤さんお願いします。退陣してくださいみたいなこと。斎藤元彦さんが早く知事を辞めてくれますようにというようなですね、話がされているんですけれども、いやでも本当にね、兵庫で反対運動されている方には頭が下がります。今回青山茂春が勝ってしまったので、ちょっと自民党とかがどうなるかわかんないんですけれども、とにかくですね、やっぱりこういうファシズムは終わらせなきゃいけないので、はい、兵庫のですね、抵抗運動は引き続き応援したいと思います。で、高市さんをどうやって倒したらいいんだ、あの人無敵じゃないかっていう、確かに今は無敵状態なんですよ。無敵状態なんで難しいんだけど、斉藤さんも当選した当時はでも再選された時とかは無敵状態だったじゃないですか。何言っても斉藤のプラスになるみたいな、感じだったんですけど、でも彼らって結局そのパワーの源泉が個人なんで、自民党じゃないそのものじゃないですよね。例えば安倍さんがいなくなっても菅さんがいるとか、他になんかいろんなね、安倍5人衆みたいなね、奴らが控えてるっていうような状況ではない。だってそもそも萩生田さんもめちゃくちゃ批判されてるし、細貝さんに負けそうだったわけで勝っちゃいましたけど、いくらね、3分の2議席持って好き勝手できる状況とはいえ、世論っていうものがこの世にはあるわけですよ。一応今まだ日本ね、完全にファシズム国家になってない民主主義国家なので、高市さん本人の評判が落ちた場合、自民党がどうなるかって未知数なんですよね。内閣の支持率が急落する可能性があります。だから、斉藤元彦さんみたいにですね、本人の落ち度がなんかあれば支持率下がるはずなんですよ。ちょっとすいません、アイドルだと考えるべきってちょっとミソジニスティックだったかなと反省してるんですが、ただね、斉藤さんと同じなんで、だから UCC コーヒーとか飲ませればね、多分ね、支持率がガクッと下がる可能性があるんですよ。だからそこに関しては、正直、先ほどもね、いや、高市さんがそうやって偶像的に崇拝されてるとしたら、必ずみんな飽きてくるはずだっていうような話があったんですけど、世論って移ろいやすいので、間違いなく飽きると思います、多くの人が。で、多くの人が飽きると思うし、飽きた時に何か本人の致命的な失点、例えばなんかすごいパワハラ的なね、感じの悪い発言とかそういうことがあると、一気に支持率がね、急落するっていうことも考えられるので、そこに関してはね、左派が常にやっぱり、向こうのネット右翼とかの攻撃を恐れずにきちんと批判できる状況であれば、で、誹謗中傷とかね、ああいうなんか差別発言とかしなければ、なんとかなるんじゃないかなという気はします。
まあ、ただ、それにしても、なんだろう、本人、300議席がね、消えてなくなるわけじゃないので、そこに関してはですね、スパイ防止法とかの反対運動はそれぞれやっていかなきゃいけないかなと思います。うん。ああ、なるほど。いやー、どうします？共産党さんに関しても、まあ、いろいろあれはあるんですけど、ポッドキャストでやろうかな。ですね、ちょっとね、共産党さんに関してはね、YouTube でやっぱり反響の人たちがね、いろいろ暗躍しているので、私 YouTube では正直やりたくないんですよね。安全性が低いので、はい。ちょっとですね、共産党さんについては改めてポッドキャストでいろいろ言いたいことを言おうかなと思ってます。うん、別になんか基本的支持者なので、そこは割り引いて聞いてほしいんですけど、はい。高市以前にも極右カリスマは出てくる気がする。いや、でもどうなんでしょうね。小泉進次郎がなっちゃうのかな。それだとね、なんか、シス男性のそういうなんか優位性を傘に来て、なんかね、いろいろ差別とかやり出しそうな気がするので、それはそれで嫌なんですけどね。高市さんのせいで女性差別が深刻化することにはなってほしくないので、はい。各種代売へのご遺族のお見舞い金ですが、一時的に受付停止していましたが、2、3時間前から訂正された。あ、そうなんですか。ありがとうございます。はい、最後にちょっとご案内しますね。ありがとうございます。はい。ということで、ちょっと確認しておきます。情報ありがとうございました。そして、ちょっとまた別のね、話題に飛ぶんですけれども、国際連携の話なんですけど、まあやっぱりね、今日本がだから、軍事的にそれじゃダメだろみたいなことをですね、言われていて、アメリカとの同盟をどうするんだとか、対中国をどうするんだみたいなことを責め立てられて、まあ中道さんに関しても、そこでですね、めちゃくちゃ誹謗中傷されて、まあまともに反論できないみたいな状況がちょっと作られてしまったんじゃないかと思うんですけど、インドネシア軍が今度ガザ入りするそうです。で、これに関しては、アメリカが主導している例のガザ和平計画というやつの一環なので、結構批判的にね、いや、アメリカのね、やりたい放題やってるのではないかというふうに言われてるんですけど、まあ、ただインドネシアのね、ことを知ってる方は知ってると思うんですけど、ずっと、ガザのために動いてきた国の一つです。イスラム教国なんでね、もちろんね、政治的には権威主義でいろいろ問題のある国ではあるんですけれども、まあ、おそらくですね、数千人規模の、まあ、ガザの防衛部隊が出るということで、かなりですね、治安の向上は期待できるんじゃないかと思います。だし、なんか日本はだから、兵隊がどうだろう、清和貢献がどうだろうみたいなことを言うんだったら、なんかガザに対して寄付するとかそういう動きないんですかって思いますよね。だから世界平和に貢献するっていうことで、9条がある中でも、かろうじて PKO とか正当化されてたわけじゃないですか。だから、左派の人間は、やっぱりそういうことを言った方が、そういう歴史をちゃんと言った上で、ですね、なんだろう、全部容認しろとは言いませんけれども、少なくとも殺傷武器の輸出とかはダメですし、論外ですから、そういったことではなくて別の形で世界に貢献できるんだから、それでいいだろうっていう話をした方がいいんじゃないかと思います。はい、ちなみに医療船なども出しておられるそうです。はい。そう、本当は支持者こそ自民党の批判すべきなのに言いづらいっていうのはいびつですね。いや、本当ね、そこはね、どの党でもそうだと思いますけどね。よかれあしかれヨーロッパの左翼政党にとっては、やがく EU 統合が国際主義の代替物であった。日本の場合、左翼が国際的展望を持っておらず、安保体制も沖縄の米軍基地も不問に付した上、互恵平和主義に立てこもってきたことが右派の国防強化論に対して弱みとなっている。隣国の、韓国とか台湾とか日本よりは多少なりとも議会政治が機能しているように見えるが、あれはあれで潜在的な戦争状態あったことかもしれないということで、まあなかなかリベラルに手厳しい方なんですけど、ただ言ってることはね、間違ってないと思います。やっぱり一国平和主義みたいなのが限界に達したということじゃないですかね。さっき、まあ、推し活って言ってて、ちょっと、すいません、無批判に取り上げちゃったのが申し訳なかったんですけど、言ってたんですね。日経新聞の記事とかあったと思うんですけど、どっか行っちゃった。言ってた記事
事とかあったんだと思うんですけど、戦後民主主義が終わったっていうふうに今いろいろ言われているじゃないですか。そういう問題じゃないと思うんですよね。戦後民主主義が終わったわけではなくて、こういうだから一国平和主義っていうのがもう限界に達したっていうことなんだと思います。台湾や韓国や琉球の状況を無視して日本の本土さえ、ね、マジョリティさえ良ければいいっていうような昔の自民党政治がやってたようなね平和主義っていうのはやっぱり間違ったものだったっていうことだし、だって日本国憲法全文の精神を見たらですね、国際平和に貢献しなきゃならないっていうふうにはっきり書いてあるんですから、やっぱり沖縄のね、辺野古基地の問題であったり、台湾や琉球の問題をね、そのままにしておくっていうことはできないですよね。だからその中で護憲を9条を維持した中でどういうふうに日本が国際平和に貢献していくかっていうのが今後問われていることであって、まあ柔道がね今後復活するのかどうか知りませんしけど正直支持者じゃないので知りませんけれども、やっぱりその辺の展望ですね、ちゃんと提示していきないとそこを突かれてしまうんじゃないかなとは思います。イスラエル製でドローンを買う気満々です。金曜日と日曜日にスタンディングしてきます。寒かった。いやー、マヤさんお疲れ様です。いや、だから本当それがおかしいですよ。なんでこのタイミングでイスラエルのドローン買うんだよっていう。だから国際的に完全には中国に関することも全てそうですけど、完全に誤ったメッセージを発してますよね。だからそこをやっぱ言わないとダメですよね。なんか高谷はもう中道に入ろうとしてましたけど、冗談じゃないよっていう話ですよ。だからイスラエルなんかに協力するなと。だからパレスチナの平和を守らなきゃいけないんだと。我々は国際協調にね、国際平和に貢献しなきゃならないのだっていうメッセージをはっきり出せるリベラル政党がないから、まあこういうことになってんじゃないかなと思います。そう、台湾に対するね、やっぱり冷たすぎるでしょ、態度も。それもおかしいよね。うん。だからアジアの平和を保たなきゃいけないし、それがね、やっぱり先の戦争の反省をするっていうことなんですから、ね、日本国憲法の全文をもう一回読み返してほしいと思います。だから他国に戦争しに行けと言ってるんじゃないですからね、誰も。そんなこと誰も言ってないんですから。で、レベッカ・ソルニットのコラボ、まあこれまたフェミニストのレベッカ・ソルニットさんのですね、いつもの文章なんですが、権威主義のアホどもが毎日めちゃくちゃやって社会を破壊し人々を弾圧しているともうファシズムには勝てないよみたいな敗北ムードを広げる人が現れているが降伏してんじゃないよという話。トランプ政権が試みてきた多くのことが法廷で争われていますが、裁判所が一時的な差し止め命令を出しているか、お前のようなボケカスのクソ諸行は完全に無効であると退屈な法律用語で言われただけです。トランプの支持者たちを止められないと思うなら、キルマー・アブレゴ・ガルシアさんのことを思い出してください。彼は合法的にアメリカに居住していた家族持ちの男性で、ISE に逮捕されエルサルバドルの強制収容所に送られました。トランプ支持者たちは当初彼を連れ戻す力はないと主張しました。裁判所は彼らを叱責し、トランプ政権は6月6日に彼を連れ戻しました。政権は彼をテロリストだと中傷しながら刑務所に留置しようとしましたが、裁判所はお前が持ってるリムジンもろとも地獄に落ちらクソ野郎と退屈な法律用語で言い放ち、アブレゴ・ガルシアさんは7月中旬に釈放されましたということでまあ非常に口汚いユーモラスな文章なんで、まあよかったら全文読んでほしいんですけど、やっぱりね高市さんがやってることって明らかに憲法違反の疑いが高いじゃないですか。で、法律にも違反してますよね。多分公職選挙法違反でしょ、1億円も広告につぎ込んだのだって。だから人めちゃくちゃやってるけど、人めちゃくちゃやってるし、その権力を今正当化する力を手に入れてしまったけれどまあこれからもねめちゃくちゃやると思うんですけど、何を言おうとですね、違法なものは違法なであって、憲法違反は憲法違反なんで、同性婚も認めるべきだし、選択的夫婦別姓だって認めるべきですよ。だから今後ね、確かに最高裁判所が高市さんに忖度するのではないかという、もう法の支配もね、解除されてしまうのではないかみたいな恐怖感はありますけれども、やっぱり声を上げて、そんなことはないと。権威主義者の奴らはですね、お前らファシストのケツがまだワニに食われてないのは遺憾だと退屈な法律用語で言ったという。まあ、こういうやっぱりことぐらい言わないとね、批判を恐れてる場合じゃないですよ。はい。絶対ファシストを許してはいけないの
ので、はい、ファシストのやってることはですね、完全に違法であり、無効であり、ですね、めちゃくちゃなんだから、許してはいけませんよということをメッセージを送り続けるべきじゃないかなと思います。あ、千葉さん、コンカラスです。高谷中道で出たけど落ちてよかったです。まあ、それだけは良かったですね、ほんとね。なんで比例に入れるんだよって話ですよね。はい。だからもう、イスラエルとは付き合わないでください。あ、ごめんなさい。ICE のこと、アイスのこと ICSE って言っちゃってた。すいません。発音が悪かった。いずれの国家を自国のことのみに専念して他国を無視してはあらないのではあってということで、ありがとうございます。そうですね。憲法全部にそのように書いてますからね。はい。まあ、例えばですね、先日も私、集会にちょっと、見に行ってきたんですけど、ミャンマーの方々ですよね。2021年2月1日にミャンマーで軍事クーデターが行われました。もうそれから5年になります。3ヶ月前に行われた総選挙後、初めての議会が開かれるはずだったが、圧倒的な民意で選ばれた議員たちが突然拘束され、ミャンマー国軍が全ての国家権力を握ってしまいました。で、ミャンマーは長いことの軍事政権を経て2011年にようやく悲願の民政移管を果たしたにもかかわらず、10年後に軍事クーデターがまた起こされてしまって、今は残念ながらですね、宋太郎に勲章を送った軍事政権のやつらがミャンマーを支配している状態なんですけれども、それに対しても日本は何もしてないですね。で、僕たちは絶対に暴力を使わないと。クーデターの翌日、ミャンマー人の友人は強い口調でそう断言した。本当は軍の奴らなんて殺してやりたいよ。でも少ししても暴力的に抵抗すれば、奴らは治安維持を目的に市民を徹底的に武力弾圧するだろう。今まで僕たちはそうやって何度も弾圧され、殺され、負けてきた。非暴力闘争、それは半世紀以上にわたる軍事政権下を生き抜いてきた人々の誇り高き戦術であった。彼の言葉通り、ミャンマーの人々は当初凄まじい意志で非暴力を貫いた。民主化を訴えるデモ隊に軍が容赦なく銃口を向けても、彼らは街中を逃げ回りながら叫び歌い、平和的に抗議の声を上げた。同時に国中の公務員たちは一斉にストライキを起こし、選挙で選ばれた政権の下でしか働かないという意思により、公共サービスを機能停止に用いらせることで軍への不服従を用いたのであると、いうことでですね。まあ残念ながらですね、5年経ってもちょっと状況はあまり好転してませんが、このミャンマーの人たちのやっぱり不屈の意志であるとか、軍にやっぱり銃口を突きつけられながらデモをやらなきゃいけないみたいな状況を考えたらですね、まあ他国と比較するわけじゃないんですけど、まだ全然プロテストできる状態なんだから、一応法治が機能しているんだから、やっぱり3分の2取られたぐらいで諦めてはいけないですよ。何が何でもやっぱり会見は防がないと、ダメだと思います。ダメだと思うし、まあこれからがね、戦いの本番になってくると思うので、もちろんね、みんな無理してはいけないと思いますし、非常に厳しい状況ではあるのには違いないですけれども、やっぱり高市のね、ファシズムを止めなきゃならないっていう風な意思があるんでしたら、団結してですね、行動を起こすなり、まあデモもやらなきゃいけないし、まあこういう配信とかね、訴える活動もした方がいいと思いますし、いろんな形でですね、プロテストを続けていく必要はあるんじゃないかなと思います。はい。そうですね。今回杉田日落ちましたからね。これだけ自民党に風が吹いてね、高市さんと仲良くしてたのに、まあね、ああいう人は落ちましたのでですね。はい。だから全く我々の抵抗が効いてないわけじゃないですよね。明らかに、だって杉田一番通っておかしくなかったじゃないですか。でも落ちましたからね。菅原一周通ったのにね。はい。だからですね、何をやっても無駄だということはないと思うので、はい。地道にね、やっぱりやっていかなきゃいけないんじゃないかと思います。で、まあ、リベラリストの特にマイノリティの人たちは分かってるかもしれないけど、マイノリティの方は特に実存がプロテストになってるんだと。親、学校、社会、そういう正しい人たちに踏み潰されてきた人が多いでしょう。だから負けについても年季が違うんです。こんなぐらいじゃ自分たちは殺せませんよということでですね。まあ、調査兵団ってね、負けたことしかないっていうふうに言ってるんですけど。いや、確かに進撃の巨人いろいろ問題もある漫画だけどね、このセリフは大好きですね。はい。大体ね、左翼って毎回選挙に負けてるんですよ。前のね、日曜日の配信でも言いましたけど、まあ、負け慣れしちゃいけないっていうところはありますよ。負け慣れしちゃいけないんだけども、まあ、しょっちゅうじゃないですか、こんな感じでやられるのは。
しょっちゅうだし、まあ、安倍時代に比べたらですね、あまりにも白票の、まあ、300議席なわけですよね。高市さん一人のなんか超パワーで持ってるような感じの状態なので、高市さんが壊れて何かね、失態をしでかしてしまったら、やらかしてしまったら、それだけでね、一気に内閣支持率が、50% 減とかね、下手するとなりかねないので、そうなったらね、議席なんて維持できるのかっていう話ですよね。うん、だから、世論の強い力があればですね、今は一応民主主義が保たれている状況なので、まあ、特に28年には、参議院議員選挙を行ってですね、いよいよ自民党を盤石にするっていうような計画も囁かれているので、まあ、それまでに何としてでも改憲を防いで、できる限り、まあ、自民党の支持率を減らすっていうことが今の動きでは必要なのかなと思います。メソメソゾイックさん、ゴカラスです。こんばんは。杉田美桜が落ちたのは少なく良いリースですね。左翼は最後に勝てればいいのだということですね。いや、全くその通りです。はい。まあ、だからね、前に言った気がするんですけど、ファシストとかの弱点って何かっていうと、彼らって短期的視野では強いんですよ。まあ、短期決戦とか奇襲とかは、今回はね、高市にやられたけど、得意技じゃないですか。だから短期的目線で利益を追うとか、そういうことをさせると強いんですけど、長期戦に弱いんですよね。あんまりその長期のビジョンとか、もうそれは別にどっちが優れてるとかね、さっきのね、頭のいい悪いの問題じゃなくて、おそらく性格的な問題だと思うんですけど、短期的な利益を重視する人たちなんで、まあトランプもそうですけど、まあ戦いが長期に及べば及ぶほど、だんだんね、追い詰められていくパターンが多いと思うんですね。まあ、その時になんか、まあ、トランプも内戦を起こすんじゃないかって言われてるし、すごい悪あがきをして、暴力的な行為に走ったりとかね、ミャンマーみたいに結局軍事独裁に走ったりとかされると、うわってなってしまうところはあるんですけど、でも、ね、民主主義が続いてる限りはですね、やっぱり長期的目線のある人間の方が、長い闘争には強いという、まあ当たり前ではあるんですけれども、なのでですね、やっぱり降伏しないで、何言われてもね、なんか太田さんがああやって見せしめ的にバッシングされたとしてもね、いや、何言ってんですか、批判は必要でしょっつって、もちろんね、誹謗中傷でない程度に、批判していくっていうのが必要だと思いますし、スパイ防止法ができたからといってね、まあすぐに私を逮捕できるわけじゃないと思うので、まあ逮捕されるまではね、カラスワラジオを続けたいと思いますので、まあよかったら、チャンネル登録、高評価して応援していただければと思います。はい。ということで、反ファシズム連合でございました。プロテストに対して言葉が汚い暴力的だと言ってレイシストに対する以上に批判する人たち。いやまあそれいろんなところにいるし、まあ私もだからあまりにだからその侮辱的だったり、さっきのね内田さんの発言みたいなのはね絶対避けるべきだと思うんですけど、それはダメだと、これはダメだと思いますよ。これはダメだと思うんだけどね、やっぱり批判をね避けるみたいなのはやっぱおかしいですよね。高市さんがいくらでそういうまあ意地悪言うなみたいなことを言ったとしてもね、それでやっぱりこっちがって口ごもってしまったらね、向こうの勝ちだとか確定しちゃうので、それは絶対に防がなきゃダメだと思いますね。投票した人が当選したことはね、あまりないです。はい。ということでですね、だからそう。まあ、私もね、だからね、結局今回のね、人はね、比例は共産党さんに入れたんですけど、まあ、落選してしまいましたし、まあね、小選挙区もね、中道に入れたんですけど、落選してしまいましたし、畜生という感じなんですけど、まあ、毎回なのでね、だからね、負け慣れしちゃいけないとは思うんですけれども、まあ、その悔しさをバネにですね、皆さん頑張っていきましょうというとこですね。大学の友達みんな逮捕する可能性を視野に入れてて、はにゃーというですね。まあいきなりそこまでコアなこと言われたらすいません。ビビってしまう方もいると思うんですけど、まあでもスパイ防止法はね、ほんと危険な法律ですからね、なんかカラスマをね、逮捕するために作るんじゃないかという。いやでもマジでね、高市さんだったら本当にそういう運用しかねないので、絶対止めなきゃダメですよ。だから、可決されてしまったとしても施行されるまでに多分時間がだいぶかかると思うので、まあそれまでにね、メタメタに批判して、こんな法案廃案やっていう風に言って、まあそれこそ石破とかね、岩屋とかを説得するぐらいのことはしないといけないのかなと思いますよね。
そうそう。だからね、知能とかは非難しちゃダメですよ。それは絶対ダメ。さっきのね、内田さんじゃないけど、あれはね、だから、リベラルって反差別って言ってる人がやっぱりそういうこと言うとショックも大きいし、味方の不況も買うし、ネトウヨはね、これ見たことか、みたいに言ってくるからね、やっぱ絶対言っちゃダメですよ。なので、内田さんは引退してください。はい。まあ、左翼はそう、何言っても悪口って言われるんだからね、そう言われるぐらいだったら筋通したことをちゃんとね、差別しないで言えばいいんですよ。はい。そう、毎回ね、普通に悔しいですよね。私も悔しいですよ、本当ね。応援したのに。私、中道の候補にね、本名でちゃんとね、メールでメッセージとか送ったんですよ、頑張ってって。頑張ってくださいって。偉いでしょって自分で言うことじゃないけど。だからな、絶対負けてほしくなかったのにな、負けたしな、腹立つわっていう感じなんですけど、まあ、中道日さんに対してね、恨み節を言いまくってもまあ、しょうがないのでね。まあ、頑張っていきましょうか。で、あくまでね、やっぱり国際主義の視点、反植民地主義の視点も忘れないようにしなきゃいけないし、まあ、それはね、保守派の人たちの、まあ、日本の左翼批判みたいなの、護憲派批判みたいなのも一部は的を射ているところもあると思うので、まあ、聞く話は聞いてですね、まあ、ただ、高市さんみたいなね、明らかにファッションな人の言うことを聞く必要ないと思いますので、黙れみたいな言葉には、まあ、全力で反対していきたいなと思います。スパイ防止法乙女カラスマ108条ありがとうございます、悔しいという気持ちはすごく大事だと思います。慣れてはいけないし、偉いありがとうございますということでですね、今回も配信お付き合いいただきましてありがとうございます。衆議院議員選挙大反省会、中道リベラル怪物と高市ファシズムの行方でございました。まあ途中ちょっとね、すいません、不適当な言葉の使い方がありまして申し訳ございませんでした。ちょっと私自身もね、やっぱり完全にね、そういう差別であるとか、ミソジニであるとか、いうものを克服できたわけでは全然ないと思うので、これからも反省しつつですね、ご指摘の、通りですね、ありがとうございます。されたところはですね、努力して修正していきたいなと思っております。差別用語を使わないでね、私もやっといてなんだけど、やっぱり差別的な言葉を使わないで、ちゃんとクリーンに批判するっていうのはすごく大事なことですよ。左派にとってはそれじゃないとね、筋通ってないっていうことになっちゃいますからね、どうしても人権派、左派やってるとね。はい。ということでですね、ということで今回もありがとうございました。はい。で、次回の配信なんですけれども、金曜日にはですね、2月13日は、ちょっと今内容を決めかねてるんですけど、まあなんか選挙後なんで、なんかもしかしたらなんか、雑談というかですね、ゆるい感じの内容になるかもしれないですけど、まあお待ちしててください。14日はですね、音花風花さんと一緒に、スタンリーパラブルというゲームの続きをやっていこうと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、あと日曜日はですね、ずっとサボっていたハードキャストも更新したいと思っているのでよろしくお願いいたします。ほぼ寝落ちしてたのでアーカイブ皆さんありがとうございました。アーカイブの方もぜひともですね、お気軽にコメント等ぜひ残しておいてください。お疲れ様です。戦争、紛争、差別、虐殺、あらゆる加害に反対していきましょう。アリス大丈夫かなちょっと最後に、あれしちゃったけど、村上さんお疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、なんか接続も調子が悪いのでそろそろ終わりたいと思います。長時間にわたりお付き合いいただきありがとうございました。まあ選挙の結果はこうなっちゃいましたけど、まあ今後もですね、応援していただければと思いますし、頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。